派遣社員？要するに、正社員になれないバイトってことでしょ？開口一番、テーブル越しに投げられたその言葉が、やけに胸をざわつかせる。合コンの席、会社の同僚に頼まれ、人数合わせとして借り出された俺だったが、初めて対面した女性に、軽蔑の視線を向けられていた。うちは音大卒ばかりが集まってるから、話が合うと思ったのに。派遣の人って正直、音楽の話題について来られるの？生活のレベルが違いすぎて、かえって悪いかなって。彼女はワイングラスを指先でもてあそびながら、さも場違いだとでも言いたげに鼻を鳴らす。周囲の女性も微妙な笑みを浮かべ、声を潜めるように囁き合う。確かに俺は、中堅企業の派遣社員。誇れることは高速タイピングぐらいだ。悪いな、宗介。同僚の亮太が申し訳なさそうに頭をかく。その表情を見ていると、ここに居座るのはお互い気まずいだけだと思えてきた。ならば、早めに退散した方がいいだろう。じゃあ、お先に。そう言って席を立ちかけた。その瞬間。ちょっと待ってください。あなたのファンです。サインください。隣のテーブルから駆け寄ってきた女性が、俺に CD を差し出す。たちまち場が凍りつく。散々俺のことを場違い扱いしていた彼女たちの表情が固まったまま動かない。名乗るつもりはなかったけれど、こうなってしまっては仕方ない。昔の話ですよ。この合コンで、俺の人生が再び輝き出すことになるとは、この時はまだ知る由もなかった。俺は一ノ瀬宗介。都内の中堅企業、桜ソリューションで派遣社員として働いている。所属している部署はメディア開発課という名前で、雑誌社やウェブ媒体とのやり取りを取りまとめるのが主な仕事になっている。と言っても、俺がやっているのはほぼデータ入力や資料の整理といった裏方作業ばかりで、大きな案件にがっつり関わるわけでもない。派遣として雇われている立場だから、重要な決定に口を出すことなどまずないし、必要とされるのはせいぜい正確さと速さ。特にパソコンのタイピングが早いことで重宝されているだけだ。もっとも、俺はそれで十分だと思っている。毎日黙々とキーボードを打ち込みながら、資料や企画書をひっそり準備していると、妙に落ち着くんだ。以前、ある一戦で仕事に押しつぶされていた頃は、味わうことのできなかった静けさが、今の俺には肌に合っている。なので、もっと前に出たい。仕事で活躍したいとか、そういった野心は特に持ち合わせていない。派遣という立場ならではの不安は拭えないが、それを含めて自分の居場所がここでいいのだと、そう自分に言い聞かせるように生きてきた。そんな俺だけど、会社の中で信頼している男が一人いる。同じ部署の正社員、佐伯亮太だ。年は俺の一つ上の年齢で、明るくおおらかな性格をしていて、誰に対しても分け隔てなく接する。それこそ、派遣か正社員かなんて全く意に介さずに、日頃から、宗介、お疲れ様。お前がいるから助かるよ。なんて、フランクに声をかけてくれる。正社員と派遣の壁を意識させないその人柄に、俺は何度も救われてきた。宗介、まだ残業してるのか？その日の夕方、パソコンに向かってデータ入力をしていた俺のところに、亮太がドタドタと慌ただしく駆け寄ってきた。ちらりと時計を見ると午後6時過ぎ。確かに定時は過ぎているが、もう少しだけやるべき作業が残っているから居残っているだけだ。あともうちょいで終わるよ。どうした？いやー、実はさ、今夜合コンがあるんだ。急に男側が一人キャンセルになってしまって、どうしても人数が足りない。悪いんだけど、宗介、助っ人で顔出してくれないか？合コンね。思わず作業の手を止めて彼の顔を見た。亮太の表情はまるで頼みの綱を掴んだかのように一生懸命だ。わかるよ。こういうのって正直気乗りしないかもしれない。でもさ、これただの合コンってわけじゃないんだ。ほら、うちの取引先の音楽雑誌の編集部があるだろ？先方とのコラボ企画の話をする機会にもなるかもしれないって言うんで、うちの課の連中が集まる予定だったんだよ。でも今日になって急に一人インフルエンザだって連絡があってさ、人数が合わないとどうにも立ち行かないから頼むから来てくれって感じ。音楽雑誌。ああ、ノーブルアーティストとかそんな名前の雑誌だったっけ？
そうそう。ノーブルアーティスト編集部の神崎さんたちが来るんだよ。なんか音大卒とかが多いらしいんだけど、とにかく美人揃いらしいぞ。俺もまだ一度しか会ってないけど、確かにみんな華やかだったな。まあそういうの抜きにしても取引先だから、失礼がないように人数を揃えたい。頼むよ。確かに、俺たちの部署はあの音楽雑誌とちょこちょこ連絡を取り合っている。企画に絡めてコラム記事を載せたり、媒体同士のコラボがないか探ったり、もっとも、俺は下準備や資料の誤字脱字をチェックするぐらいで、直接顔を合わせる機会なんてほぼ皆無だ。だから、会って話すというのは少し緊張するけれど、亮太がそこまで困っているのなら、放っておくわけにもいかない。わかった。そこまで言うなら付き合うよ。本当か？ありがとう。いや、宗介がそう言ってくれて助かったよ。別に変に盛り上げようとか思わなくていいから、ただ席に座ってくれてるだけでいいんだ。そっちの方が気が楽だな。俺、話題とか振るの苦手だからさ。そういうわけで、残業を早々に切り上げて、亮太と一緒に合コンの会場へ向かうことになった。その合コンは、都内の洒落たビストロで行われることになっており、店に入ると、確かにきらびやかな雰囲気の女性たちが先に、席についていた。三人ともスタイルが良く、身なりにも気を使っているのが一目でわかる。これが、音大卒の女性たちか、と思うと、俺はなんとなく気遅れした。特に、奥の席に座っていた女性はひときわ美人だった。長い黒髪をゆるく巻いた、艶やかな姿が印象的で、彼女が神崎玲奈だろうと直感する。こんばんは。今日はお忙しいところありがとうございます。亮太が率先して挨拶を交わし、合コンのメンバーが顔を揃える。音大卒の3人は編集部の同僚同士らしい。それぞれ自己紹介をしていく中で、俺は一ノ瀬宗介です。いつも雑誌のコラボ企画で書類を整えたりしています。とだけ口にした。すると、玲奈がこちらを見つめてきた。失礼ですが、違う部署の方ですか？以前お会いしたことありましたっけ？俺は派遣社員なんです。普段はデータ入力とか構成チェックがメインで、皆さんと直接お話しする機会はほとんどなくて、そう言って軽く頭を下げると、玲奈は、ああ、そうなんだ、と、あからさまに納得した風を装って薄く笑った。だが、その口元に浮かぶ色は、なるほどというより、ああ、そういうことねと、見下したニュアンスが混じっているように感じる。玲奈は、グラスの水を一口含むと、顎を少し上げて、俺を見下ろすように視線をやる。まるで、派遣なんかが合コンに混じって大丈夫、とでも言いたげだ。まあ、せっかく人数合わせて来てもらったんだし、今日は楽しみましょう。玲奈の言葉自体は社交辞令にも聞こえるが、その声色には微妙にトゲがある。俺はそれを痛いほど感じ取りながらテーブルに着いた。亮太が懸命に場を盛り上げようとしているのがわかるが、果たしてうまくいくだろうか。俺としては、早くも胃のあたりが重たくなる思いだった。一方、亮太は、一生懸命場を盛り上げようと色々と話しかける。普段はどんな記事を書いているんですか？音大を出られたんですよね。へえ、楽器はピアノだったんですか？などと、矢継ぎ早に質問を投げかけると、彼女たちも少しずつ口を開いて答えるようになった。どうやら3人とも、幼い頃からピアノやバイオリン、声楽などを学んできて、音大で専門的な勉強をしながら、今の雑誌編集の仕事に就いたらしい。やっぱり音楽について話をするのって楽しいよね。今日はそういう音楽トークに花を咲かせたかったんだけど。一段落ついてから、玲奈がわざとらしく短足しながら言った。ごめんなさいね。派遣のあなた、話について来られる？おいおい、玲奈さん。派遣にもいろんな人がいるんですよ。宗介は仕事ができる男で、亮太が苦笑しながらフォローしようとするが、玲奈はそれを遮るように続ける。それは、お仕事上は助かるかもしれないけど、私たちの話題について来れるのかなって。だって音楽って、ある程度家にお金の余裕がないと続けられないじゃない？正直、今派遣をやってるくらいの人の生活レベルだと、住む世界が違うのかなって思うの。玲奈の言葉に、俺はグラスの水を口に含むしかなかった。いたたまれない沈黙がテーブルをぐるりと取り囲む。亮太は何とか話題をつなごうと一生懸命に話し続けてくれているが、当の玲奈や他の女性たちのテンションは明らかに冷え切っている。気まずさに耐えかね、
意を決して席を立とうかと迷っていると、レーナが唐突に口を開いた。もういいんじゃない？人数が足りないからって無理させるのも悪いし。あなた帰ってもらってもいいわよ。レイナさん。隣に座っていた女性たちが困惑するようにお互いの顔を見合わせる。レーナは腕を組んだまま、まるであなたにはもう用はないとでも言いたげな視線を俺に送ってくる。亮太は明らかに焦った顔でおろおろしていたが、ここに無理に居続けてもお互い気まずくなるだけだ。わかりました。ではお先に失礼します。そう言って俺は立ち上がり、財布を取り出した。自分の分だけでも払いますよ。だが、亮太がすぐに首を振って止める。いいよ、宗介。今日は俺が払うから。せっかく来てもらったのに悪かったな。すまないな。役に立てなくて。頭を下げて席を離れようとしたとき、隣のテーブルに座っていた女性が急に立ち上がり、俺の方へ駆け寄ってきた。すみません。もしかしてあなた、そう一ノ瀬さんですよね。え？思わず振り返ると、その女性は緊張した面持ちでスマホを取り出しながら、俺の顔と画面を何度も見比べている。ポカンと口を開けるレーナたちをよそに、女性は鼻息を荒くして続けた。間違いないです。海外のピアノコンクールでグランプリを取った、そう一ノ瀬。私あなたのファンなんです。CD も持ってますし、今すごいプレミア価格がついてるんですよ。その声は決して大きくはなかったものの、テーブルを囲む面々には十分すぎるほど聞こえたらしい。俺に侮蔑の言葉を投げかけていたレーナや他の女性たちも一瞬固まる。今まで俺をバカにするような目で見ていたレーナが信じられないものでも見たような表情で目を瞬かせていた。そんなわけない。だってあなた、派遣の人なんでしょ？まるで世界がひっくり返ったように、レーナが困惑した小姉を漏らす。そんな彼女に対し、その女性はまくし立てるように言葉を続ける。知らないんですか？彼は海外のコンクールで何度も入賞してて、ヨーロッパを中心に演奏活動されてたんですよ。日本ではあまり馴染みがないですが、海外では未だにすごい人気なんですよ。女性は感激しきった面持ちのまま、スマホとペンを差し出す。サインもらっていいでしょうか？正直、このような形で正体を明かされるのは本意ではない。だが、わざわざ声をかけてくれた彼女をがっかりさせるのも気が引ける。俺は覚悟を決めてメモ用紙にサインを走らせた。ペンを握る右手にほんのかすかな震えを感じる。昔の話ですから、大したことないですよ。そう言って頭を下げると、彼女は何度も深々とお礼を言い、嬉しそうに席に戻った。その様子を呆然と見守っていたレーナや、他の女性たちからは言葉が出ない。ただ、俺と目が合うと、レーナは気まずそうに視線を落とした。じゃあ、失礼します。俺はそれだけ告げると、合コンの席から立ち去った。心臓が早金を打っているのを感じながら店を出て、夜の風を一気に吸い込む。もう過去のことだ、と思っていたピアニストとしての自分。その事実を日本では無名のまま隠して生きていけると思っていた。しかし、思わぬところで過去を暴かれたせいで、むしろ心の奥底に押し込めていた感情が今更うずき出してきた。やはり、音楽の世界はそう簡単に忘れられるものじゃない。俺はそう痛感しながら駅へ向かう足を早めた。翌朝、少々寝不足のまま出社すると、亮太が早速、俺のデスクにやってきた。どうやら昨夜の合コンのことが社内でも噂になっているらしい。俺としては、わざわざ過去をほじくり返されるのは気恥ずかしいが、亮太はまるで秘密を知ってしまった子供のように、瞳をキラキラ輝かせている。おい、宗介、お前って本当に世界的に有名なピアニストだったんだな。合コンであんな騒ぎになるなんて、びっくりしたよ。昔のことだから、もう関係ないんだよ。今は普通に派遣でジムをやってるだけだし。軽く肩をすくめると、亮太は納得いかないとばかりに首を振った。そうは言っても、あんなにテンション上がる話はそうそうないって、今は弾いてないのか？まあ、音楽の世界で食べていくのって大変なんだ。競争は激しいし、俺には背負うものが大きすぎて、今はピアノを封印して、タイピング命みたいな仕事をしてる方が性に合ってるんだよ。もったいないなぁ。亮太は渋い顔をしながらも、何か言いたいのを飲み込んでくれているようだった。彼は、俺に同情したり説教したりするタイプではなく、必要以上に踏み込まないのがありがたい。
俺は改めてパソコンの前に座った。キーボードに指を置くと不思議と心が落ち着く。かつての鍵盤とはまた違うが、指を動かす感覚だけは今も変わらない。そんな静かな時間もつかの間、突然部長からちょっと来てくれと呼び出された。部長室に向かうと、いつも気難しそうにしている部長が珍しく、少しだけ上機嫌な面持ちで椅子から立ち上がる。一ノ瀬くん悪いけど、ここに座ってくれないか？失礼します。何でしょうか。部長は机に積んであった書類を一枚取り上げ、俺に差し出す。そこには、俺が以前作業の一環で書いた音楽コラムのレビュー結果がまとめられていた。あれは確か、相手先の雑誌に載せる原稿をチェックする過程で、上司に頼まれて少し書き足したものだったはずだ。これ先方から文章がわかりやすいし専門的な知識も感じられていいって高評価をもらってるんだよ。君ピアノをやってたらしいな。噂は耳にしたよ。部長の言葉に思わず胸がドキリとする。とりあえず平静を装いながら、はい、まあ、少しかじっていた程度です、と答えた。かじっていたってレベルじゃないようだが、まあそれはいい。とにかくこっちとしては、このコラム企画を定期連載にしたいんだ。そこで、君に継続的に担当してほしいって話になってる。俺がですか？そうだ。取引先の音楽雑誌側もそのつもりでいる。詳しい話を詰めるために、近いうちに先方に顔を出してきてくれないか？まさか、俺がレギュラーコラムを持つことになるとは思ってもみなかった。少し前まで合コンで馬鹿にされていた派遣社員に、こうしたチャンスが巡ってくるのは皮肉なものだ。戸惑いはあるが、業務命令とあれば断る理由もない。俺はこの話を受けることにした。デスクに戻ると、亮太が興味津々といった顔で声をかけてきた。部長に呼ばれてたけど何かあったのか？ちょっと、音楽コラムをレギュラー化する話が出てきて、その担当を俺がやることになりそうなんだ。マジか！すごいじゃんそれ。さすが元ピアニスト。やめろって。そういうのも昔のことだから。でも、とりあえず先方と打ち合わせしなくちゃならないみたいだ。先方って、もしかして例の音楽雑誌か？亮太があっと気づいたように目を見開く。その音楽雑誌。つまり、この間合コンで散々な思いをした相手の会社だ。俺も彼と同じ瞬間に同じことを考えていた。もしかすると、あの神崎玲奈とも顔を合わせることになるかもしれない。マジで気が重いな。できれば会いたくないんだけど。だが、現実は甘くない。その数日後、俺は部長と一緒に先方のオフィスへ向かうことになった。エレベーターに乗って指定されたフロアに着くと、雑誌社の受付ロビーには華やかな雰囲気が漂っている。案内された打ち合わせスペースのドアを恐る恐る開けると、目に飛び込んできた光景に内心で、やっぱり、とため息をつく。そこに座っていたのは、間違いなく、あの合コンで俺を見下し、挙句、帰ってもらっていいわよ。とまで言い放った、音大卒美人編集者、神崎玲奈。まさかこんなに早く再会するとは思わなかった。打ち合わせスペースに足を踏み入れ、部長と共に席に着くと、玲奈は一瞬だけ戸惑ったような表情を浮かべた。だが、すぐにスイッチを入れ替えるように背筋を伸ばし、営業スマイルを叩いたまま名刺を差し出してくる。部長との挨拶が一通り済んでから、俺はやや緊張しながら名刺を受け取った。その後、部長がざっと今後のコラム連載について概要を説明すると、向かいに座っていた玲奈は真剣な面持ちでメモを取る。打ち合わせ自体は滞りなく進み、部長も満足そうにうなずいている。ところが、一段落したところで、部長が、それじゃあ具体的な連載案の詰めは二人で話してくれ。と言い残し、他の打ち合わせへ行くと言って先に退席してしまった。あれよあれよという間に、編集部の打ち合わせスペースには、玲奈と俺だけが残る形になる。微妙に気まずい空気が漂う中、俺は資料を片付けながら、どう言葉を切り出そうか迷っていた。すると、先に声を出したのは玲奈の方だった。彼女がテーブルの上に置いていた資料に手をそっと重ねる。この間のこと、すみませんでした。あんな言い方をして。驚きのあまり、俺は思わずすっとんきょうな声を漏らしてしまった。まさか彼女の口から、こんなにも率直な謝罪の言葉が出てくるとは、想像もしていなかったからだ。それを見て、玲奈はうつむいたまま、
唇をキュッと噛み締め、意を決したように続ける。私、本当に自分が恥ずかしい。音楽って誰が演奏しようと関係なく素晴らしいものだと思うのに、あの時の私は、派遣だとか肩書きだとか、そういうもので人を判断して、あなたにすごく失礼な態度をとってしまって。その声は決して震えてはいないけれど、どこか自分を責めるような厳しさが混ざっていた。あの後、あなたの CD をどうしても聴いてみたくなって、一生懸命に探して取り寄せたの。だって、合コンの席で誰かが言ってたわよね。あなたが海外のコンクールで優勝してたって、実際に聞いてみて驚いた。聞いてるうちに、一音一音が胸に深く響いて、息が詰まるくらい感動したの。あれだけの演奏をするには、どれほどの努力を積み重ねてきたんだろうって、考えるだけで涙が出そうになった。言葉を重ねるほど、レーナの声にこもる熱量が増していく。彼女自身、かつては音楽を学んでいたらしい。その視点を持つがゆえに、俺が一生懸命に重ねてきた練習や努力の跡を感じ取ってくれたのかもしれない。でも、だからこそ、私がどれだけひどいことを言ったかが改めて分かったの。あなたがどんな道を歩んできたかも知らずに、派遣だから、生活レベルが違うからって、一方的に見下して。あんなの、音楽を愛する人間のすることじゃない。あなたにとっては、すごく嫌な思い出になってしまったわよね。本当にごめんなさい。謝ったところで、あなたが受けた嫌な記憶は消えないし、私がしたことは取り返しがつかないんだけど。レーナはおずおずと顔を上げると、言いようのない罪悪感に包まれているのか、小さく息を吐いた。そのまま、深々と頭を下げる姿に、俺は胸の奥がじわりと熱くなるのを感じる。彼女がこうして真正面から非を認め、謝罪してくれるなど、合コンの時には思いもしなかったことだ。しばらく言葉が出ないまま、俺はテーブルの上に置かれた資料へ視線を落とす。大丈夫ですよ。あの場では俺も落ち着いて対応できなかったし、まあ、あなたの言葉に傷ついたのは事実ですけど、こうしてちゃんと謝ってもらえたから、もう大丈夫です。その言葉を受けて、レーナはそっと顔を上げる。視線が交わった瞬間、目の奥に小さな涙が滲んでいるのを見て、俺はどこか胸が痛んだ。今後は、絶対にこんな失礼なことをしないように心がけるし、あなたにも音楽の話をするときは、敬意を払いたいと思う。それでも遅いかもしれないけど、今回の仕事をきっかけに、少しでも埋め合わせができたらいいなって、勝手に思ってるの。まるで覚悟を決めたかのように言い放つレーナ。その言葉には、嘘偽りのない誠実さが感じられた。俺もあの時は、一言も言い返せなかったし、場の空気を悪くした自覚はあるんです。だから、そこまで気負わなくて大丈夫ですよ。仕事で一緒になる以上、ギスギスしてたら、お互いにやりにくいでしょうし。ほんの少し、俺は笑みを浮かべながら言葉を返す。すると、レーナはどこかほっとしたように微笑んだ。ありがとう。それじゃあ、コラムの件、改めてよろしくお願いします。そう言って、レーナは資料をまとめ直し、仕事の話へと切り替えた。お互いにまだぎこちないところはあるものの、最初の険悪な印象からは一転して、前向きに議論ができそうな雰囲気だ。思わぬ形で踏み込まれた過去をめぐる痛みも、こうして誰かに理解を示してもらえることで癒えていくのだろうか。そんな思いが胸の奥に静かに広がっていくのを感じるのだった。それから数日が経った頃、部長の指示で俺は再びノーブルアーティスト編集部へ足を運ぶことになった。連載の具体的な構成やスケジュールを詰めるためのミーティングだ。指定された時間に編集部のフロアへ行くと、そこは前回にも増して慌ただしい雰囲気だった。受付横のデスクでは電話がひっきりなしになり、奥の作業スペースでは複数のスタッフが段ボールの山に囲まれながら作業している。すみません。ノーブルアーティストの神崎さんをお呼びいただけますか？俺は忙しそうに書類を抱えて歩き回る社員の一人に声をかける。すると、その女性は、ああ、レーナなら、とデスクの奥を指さした。その視線の先にちょうどレーナの姿があった。神崎さん、打ち合わせの方がいらっしゃってますよ。女性がそう声をかけると、レーナは書類から顔を上げ、俺と目が合った。瞬間、どこか申し訳なさそうな笑みを浮かべる。すみません、すぐ行きます。レーナは慌ててペンを置くと、どこかぎこちない足取りで、
俺の方へ近づいてくる。だが、その途中、他の編集部員たちが次々とレーナに声をかけてきた。神崎さん、これやっといてよね。急ぎでよろしく。ああ、それも悪いけど頼むわ。音大卒って言うなら、多少は楽譜読めるでしょ。このクラシック特集の構成、さっと目を通しといて。あと、例のアーティストインタビューのテープ起こしも、期限早まったみたいだから急いで。正直、想像以上に押し付けがましい依頼の話だ。レーナが、わかりましたと愛想笑いを浮かべて受け取るたび、それを当然というように去っていく同僚の姿が、何とも言えない。大丈夫ですか？思わず俺が小声で尋ねると、レーナは困ったように口元を歪めて、ちょっと外で打ち合わせしましょう。と、俺を連れ出した。向かった先は、フロアの隅にある小さな応接スペース。取材用のインタビューができるように仕切られた半個室の一角だった。そこなら、周りを気にせずゆっくり話せる。ごめんなさい。なんだか変なところ見られちゃった。レーナは座ったまま、深々と息を吐く。俺も向かいの椅子に腰を下ろし、肩をすくめた。いや、むしろ助かります。あの雑踏の中で話をするのは厳しそうですし、いつもあんな感じなんですか？これやっといてよねって押し付けられたり、言いながら、どう切り出すべきか少し迷った。まあね、自分が引き受ければみんなが助かるなら、それでもいいかなって。レーナはそう言うと、手元の資料を大事そうに抱えながら、目の前のテーブルに広げ始めた。ざっと眺める限り、これまでの企画書やラフ案などが散りばめられているようだ。私ね、音楽をもっといろんな人に知ってもらいたいと思って、この業界に来たの。特にクラシックやジャズって難しそう。敷居が高いって敬遠されがちでしょ？音楽を勉強してきた身としては、そういうイメージを壊したくて。でもいざ意見を言うと、周りから音大生が偉そうに語ってるって言われるのが現実で。小さく息を吐いたレーナは、自重するように眉尻を下げた。うちの編集部って、普通の大学を出た人がほとんどで、編集ノウハウはすごいと思うんだけど、逆に私がちょっと専門的な知識を出すと、ひけらかしてるって見られがちで、正直あんまり馴染めなくてね。そう言って、彼女は目を伏せ、少し寂しそうに続ける。気づいたら、自分の中で音大生以外は分かってくれないって壁ができちゃってたのかもしれない。だから合コンでも、あんな風に変な態度を取っちゃって、我ながら笑えるよね。世間が勝手にイメージしてる嫌な音大生そのものになってるんだから。そう言って、唇を噛む彼女からは、やりきれない思いがひしひしと伝わってくる。じゃあ、今度の企画で頑張ってみませんか？俺は少し身を乗り出しながら言葉を続ける。彼女が広げていた資料の中には、クラシックやジャズだけでなく、ポップスや映画音楽についても言及しようとしているアイデアがちらほら見えた。音大で積んできた専門性を活かして、しかし、読者に伝わりやすい形に落とし込む。それができれば、きっと今の編集部のイメージを覆すだけじゃなく、レーナ自身も新たな評価を得られるはずだ。協力してくれるの？こちらを見つめるレーナの瞳には、戸惑いと期待が入り混じっているように見える。はい、俺でよければぜひ。そう答えながら、俺は机上の資料にさっと目を通す。ポップスから映画音楽まで幅広く取り上げるプランは、レーナならではの柔軟な発想が詰まっていて、実現できれば面白そうだ。実はね、最初はクラシック寄りの特集ばかり考えてたんだけど、編集長にもっと一般の読者層を意識してって言われて、それで無理にポップスとか映画音楽の話題も入れようとしたの。でもどこか中途半端で、自分だけじゃまとめきれなくなってたの。彼女は苦笑いしながら書き込みの多いメモ用紙をそっと撫でる。そこに残る赤ペンや蛍光マーカーの跡がその試行錯誤の深さを物語っていた。俺は、それならなおさら協力しますよ、と頷く。もともと海外でピアノを学んでいた経験もあるし、クラシック以外の音楽に触れる機会は多かった。編集のノウハウは乏しいけど、音楽の多様性を紹介するなら少しは力になれるかもしれない。そう思ったのだ。ありがとう。なんだかほっとした。そう言って、レーナは少し笑みを浮かべた。数日後、俺たちはコラムのネタを探しに、商業施設の広場を貸し切って行われている音楽フェスに足を運んでいた。ポップスから合唱曲、
さらにはキッズダンスまで、バラエティ豊かなステージが次々と繰り広げられている。小さな子供が笑顔で跳ね回る一方、ステージ脇のベンチでは、老夫婦が並んで腰を下ろし、懐かしいメロディーを口ずさんでいた。開放感あふれる雰囲気に、俺たちも早くもテンションが上がり始める。ほら、あっちで子供向けの合唱コーナーやってるみたい。すごい可愛いね。でも、こちらのサブステージでは、若いバンドが演奏してるみたいだし。ああ、どこから見たらいいんだろう。案内用のパンフレットを手にしたレーナが目をキラキラさせて、隣で声を弾ませる。クラシックのコンサートホールとは違って、芝生の上にシートを広げたり、飲み物片手に気軽に音楽を楽しんだり、この光景に彼女は興味津々らしい。分散してるステージをはしごする人向けに、移動がスムーズになるような動線作りはどうでしょうね。記事にするなら、そういう楽しみ方の提案も面白いかも。俺がパンフレットを眺めながら提案すると、レーナは、それいいと大きくうなずいた。立ち話をしているだけでも、次々と演奏が耳に入ってきて、かえってアイデアがどんどん浮かんでくる。移動ルートを示した特集なんか書けたら、読者が次回は自分も行ってみたいって気になるかも。あと、ご年配の方も多いし、ベンチが多いかどうかとか、トイレの位置とか、そういうのも重要だよね。立ち話をしている間にも、フェスのステージからは様々なジャンルの音が飛び込んでくる。クラシックのホールとは違って、客席とステージとの間に明確な区切りがない分、参加者全員が一体となって音楽を楽しんでいるのがよくわかる。レーナはパンフレットを握ったまま、目の前の風景にますます興味をそそられている様子だった。翌週、俺とレーナがまとめたフェスのレポート記事とコラムが、ノーブルアーティストのウェブ版に掲載されると、思った以上の反響が寄せられた。単なる音楽レビューにとどまらず、ステージの移動ルートの提案や、ベンチ、トイレ情報など、実用面を抑えた内容が多くの読者の心を掴んだのだ。SNS 上でも、音楽にそこまで興味がなかったのに、行きたくなった。これなら、高齢の両親とも一緒に楽しめそう、といった声が次々に上がる。編集部内でも、新しい形のフェス記事だ。次の企画に活かせそう、と、小さなお祭り状態になり、レーナの株は急上昇中だという。その朝、桜ソリューションから先方のノーブルアーティスト編集部へ向かった俺を出迎えたのは、満面の笑みを浮かべたレーナだった。一ノ瀬さん、本当にありがとう。私今回のフェス記事でこんなに反響があるなんて思ってもみなかった。編集部のみんなも次はいつやるんだってすごく盛り上がってるのよ。いや、俺は少し意見を出しただけで、レーナさんの取材とまとめ方が良かったんですよ。照れくささをごまかすように言いながらも、やはりこうして直接感謝されるのは悪い気がしない。でも、あの記事で読者が音楽って意外と身近なんだって思ってくれたのは、一ノ瀬さんが考えてくれた動線作りとか、ご年配向けの視点のおかげよ。編集長もこういう実用的なアプローチは大事だって褒めてたし、私もすごく勉強になった。だから改めてありがとう。レーナはちょっと照れたように笑みを浮かべて頭を下げる。するとその時、低い声がすぐ背後から響いてきた。おお、彼が噂の派遣くんか。はっとして振り返ると、そこには副編集長の黒川が腕を組んで立っている。中肉中背の体格ながらも、どこか抜け目のない雰囲気を漂わせた男だ。レーナも思わず姿勢を正し、副編集長、と低くつぶやいた。先日のフェス記事、評判がいいらしいじゃないか。新しい切り口を示してくれたと、編集長も喜んでいる。大したものだよ。俺は、ありがとうございますと会釈する。とはいえ、黒川は腕を組み直して、少し顎を引くように俺を見下ろす。今回当たったからいいとしても、そう何度もヒットを飛ばせるものじゃない。あんまり調子に乗るなよ。そんな言い方。神崎、お前はうちの編集部にとって期待の星だ。いろいろな企画を任されているし、編集長もお前の名前を前面に出したがっている。そんな君が派遣と。黒川は、肩をすくめるようにして唇を歪める。レーナが耐えかねたように声を上げた。副編集長、それはさすがに失礼です。一ノ瀬さんは私たちの取引先で、しかも今回の企画では大きく貢献してくださいました。それは分かってるさ。だから最初に褒めただろう。
黒川はあえて穏やかな声を装い、レーナの言葉を遮る。だがな、神崎。派遣と我々では責任の重みが違うんだよ。派遣なんてただのバイトだろうが。いいよな。お前ら派遣には会社の数字なんて関係ないもんな。レーナはきっと眉を寄せ、黒川を睨むように見上げた。副編集長、彼は仕事に真摯に向き合ってくれているし、私にとっては大切なパートナーです。そんな風に軽んじるのは失礼です。黒川はしばし沈黙した後、小さく鼻を鳴らした。ふん、そうかい。まあ派遣なんて代わりはいくらでもいるんだ。使えないと判断したら即お払い箱だ。せいぜい頑張れよ。言い捨てると、黒川はきびすを返して編集部の奥へと消えていく。その場に残された俺とレーナはしばし重たい沈黙に包まれた。ごめんなさいね、一ノ瀬さん。黒川はああいう人で、私も普段から何かと小言を言われているけど、さすがに今のはひどかったわ。レーナが歯がゆそうにつぶやき、俺の方を見やる。いや、気にしないでください。黒川さんが言っていることも事実ですから。俺は派遣ですし。そう言いかけたところで、レーナが勢いよく首を振った。そんなことない。私はあなたを頼りにしてるし、信頼してる。他の誰よりも。いつもより少し強い口調。その瞳には、俺が想像していたよりも大きな怒りが宿っている。レーナさん。思わずその名を呼ぶと、彼女は息を吐いて肩の力を抜き、ほんの少し照れたように眉尻を下げた。どの口が言うって感じだけど。そこまで言ってから、レーナは静かに視線を落とし、テーブルに置いていた自分の資料の端をすっと指でなぞった。私ね、ずっと仕事をやらせてもらえなかった。何か企画しても予算がない。それは需要が薄いって言われ続けて。レーナは言葉を止め、軽く唇を噛んだ。だけど、あのフェス記事の時、一ノ瀬さんは私の提案に本気で向き合ってくれたでしょ？しかも、ここを活かせばもっと面白くなるとか、こことつなげれば読者も喜ぶんじゃないかって、ずっと一緒に悩んでくれた。それがすごく嬉しかったの。このままじゃ一人で空回りしてるだけなんじゃないかって思ってた私に、やろうって言ってくれた人があなただけだったから。レーナの瞳は少し潤んでいるようにも見える。しかし、弱さだけではない。そこにはそれでも前に進みたいと願う強い意志が宿っている。だから、黒川さんや他の人にあなたのことを悪く言われると、どうしても黙っていられないのよ。私がようやく掴んだ仲間を、ああいう風に見下されるのは我慢できない。レーナの言葉ははっきりしていて、優しいながらも迷いがない。ありがとう。正直、少し胸が痛かったけど、レーナさんがそこまで言ってくれるなら、頑張れそうだよ。俺が微笑むと、彼女も少しだけ照れくさそうに笑みを返した。黒川の言葉が残したざらつきは、まだ完全には消えないけれど、それ以上に共に仕事をする仲間としてのレーナの信頼が静かに心を温めてくれるのだった。その日の夕方、打ち合わせが一段落したところで、レーナが少し慌ただしい様子でやってきた。一ノ瀬さん、ちょっと時間ある？今から編集長のところに行かなきゃいけなくて、一緒に来てもらえないかな。編集長に？わかりました。俺が即答すると、レーナはほっとしたように息をつく。そして、急ぎ足で廊下を進み、編集長の執務室へと案内してくれた。扉をノックすると、中からどうぞという落ち着いた女性の声が響く。編集部のトップとして恐れられつつも、時に柔和な面も見せる。それが、ノーブルアーティスト編集長だと、亮太や他の社員から聞いていた。部屋に入ると、編集長はデスク越しに資料を見つめていたが、俺たちの姿を認めると、椅子を回転させ、静かに微笑んだ。神崎さん、それに一ノ瀬さんね。二人とも先日の企画は本当にお疲れ様。おかげさまでフェス特集は大きな話題を呼んで、読者アンケートでも大好評だったわ。ありがとうございます。レーナは頭を下げる。俺も緊張しながら隣に並んだ。編集長は手元の書類をトントンと揃えると、少し声のトーンを落とした。実はね、次にお願いしたい企画があるの。これは私の肝入りというか、正直かなりの勝負企画になる予定。でも、その分大きなリスクを伴うのよ。きっぱりとした口調に、思わず俺とレーナは息を飲む。編集長は書類の一枚を抜き出してテーブルにそっと置いた。
もしこの企画が成功しなかったら、うちは雑誌の廃刊を検討せざるを得ない状況に追い込まれるかもしれない。レイナが低い声で驚きの声を漏らす。俺も思わず言葉を失った。編集長によると、もともとノーブルアーティストの部数は年々落ち込んでいて、会社側からも強いプレッシャーがかかっているとのこと。今回のフェス記事の成功が最後のチャンスに近い形で認められ、編集長は今こそ思い切った大型企画を立ち上げようと決意したのだという。あなたたちが作ったコラムの反響を見て、私はまだいけると思った。音楽を特別視するだけじゃなく、生活や日常にうまく溶け込む形を提案していく。それは、うちの雑誌に欠けていたアプローチなのよ。だからこそ私はこの企画にかけたいし、二人にも本気で取り組んでほしいの。もちろんプレッシャーは大きいけれど、どう？レーナは一度、固く瞳を閉じ、ゆっくりと息を整えてから、編集長を見返した。やらせてください。今までずっと雑誌の未来を左右するような企画をやってみたかったんです。絶対に成功させます。彼女の声には揺るぎない決意が感じられた。俺も隣で小さくうなずきながら心を決める。俺も協力させてください。編集長は静かに微笑み、ありがとう、と言葉をかけてくれた。こうして、俺たちは雑誌の未来をかけた大型企画に足を踏み入れることになったのだ。翌日、大きな企画を任されたことで、レーナは編集部内でも一気に注目の的となった。だが、その分、周囲の視線や上層部からの期待は半端なく重いらしい。デスクから目を離さず作業を続ける彼女の後ろ姿には、どこか焦りの色が滲んでいた。レーナさん、大丈夫？お昼過ぎになっても食事をとる様子がまるでない彼女に声をかけると、レーナは苦笑いを浮かべる。ごめん、食欲が湧かなくて、ちょっとプレッシャーが大きすぎてさ、下手したら雑誌自体がなくなるわけでしょ？考えたら胃が痛くなってきちゃって。普段、エネルギッシュに動き回るレーナが、こうも弱気になるなんて初めてだ。無理もない。全員の生活や夢がかかった企画の責任を一身に背負うのは、想像以上の重圧だろう。見かねた俺は、彼女を一旦デスクから引き離し、少し人気のないミーティングスペースへ連れて行った。ここで作業してたら気がめいるばかりですよ。ちょっと休みましょう。レーナは素直にうなずき、椅子に腰を下ろす。ありがとう。一ノ瀬さんまで巻き込んでごめんね。でも、私頑張らなきゃって思ってるのに、空回りしてる気がして。肩を落とすレーナを前に、俺はふと自分の過去を思い出した。かつてピアノの世界で、周りの期待に押しつぶされる形でステージを去った。あの苦い経験が脳裏に浮かぶ。実は、俺も似たような経験があります。大きなコンクールで優勝してから何かにつけて今度はどうする？いつ次のステージに出るって常に周囲からプレッシャーをかけられて、気づいたら鍵盤に指を置くだけで震えが止まらなくなったんです。もう音が頭の中で全くまとまらなくなるというか、レーナが驚いたようにこちらを見る。俺は少しだけ自重気味に笑みを浮かべた。それで弾けなくなりました。ピアノを見るだけで指が震えるようになってしまって、結局、競争の中で勝ち続けることも、周りからの期待に応え続けることもできなくて、逃げるようにピアノをやめて、今は派遣として働いているわけです。ピアノが弾けなくなって初めて実感した空虚や挫折の感覚。もう二度と思い出したくないはずだったが、レーナを見ていると、あの時の苦しさが痛いほど蘇ってきた。一ノ瀬さん、そうだったんだ。レーナが小さく息を飲む。でも、だからこそわかるんです。プレッシャーって頑張ろうと思えば思うほど自分を追い込んでしまうんですよね。でもやり方次第でそれを力に変えることもできるはずで、俺はそこに失敗したから今度はレーナさんに同じ思いをさせたくない。彼女をまっすぐに見つめながら言葉を続ける。雑誌の未来を背負ってるなんて言われたらそりゃ重荷になりますよ。でもレーナさんは一人じゃない。俺もいるし、他のスタッフだって力を貸してくれる。今回の企画が成功するように一緒に悩んで、一緒に考えましょう。周りに頼ってもいいんです。レーナは大きく息を吐き、一瞬だけ瞳を閉じた。そして、再び目を開いた時には、少しだけ涙が滲んでいるのが分かった。ありがとう。一ノ瀬さんがいてくれるだけで、なんだか心が軽くなる。
プレッシャーに押しつぶされちゃいけないよね。私、もう少し肩の力を抜いてみる。そう言って、彼女はごくりと唾を飲み込み、かすかに笑みを作ってみせる。少しは食べられそう？俺がそう尋ねると、レーナは照れくさそうにうなずいた。うん、せっかくだし、ちょっとご飯でも買ってこようかな。企画の話もじっくりしたいし、ちゃんとエネルギーを補給しなくちゃね。彼女の表情には、先ほどまでの陰りがだいぶ消えている。俺は心の底から安堵した。じゃあ近くに美味しいサンドイッチの店があるんですよ。テイクアウトしてきますから、軽く食べながら作戦会議をしませんか？うん、ありがとう。一ノ瀬さんがそばにいてくれると、本当に心強い。レーナはそう言って、少し笑いながら頬を染める。俺も笑みを返す。雑誌の運命を左右するような大企画。その重圧は計り知れないが、彼女の歩幅に合わせて支えていけば、きっと乗り越えられるはずだ。それから数日間、俺とレーナはほとんど寝る間も惜しむようにしてアイデアを出し合い、企画を練り上げていった。どうせやるなら、みんなが行ってみたいと思うような仕掛けが欲しいよね。従来のクラシックだけじゃなく、もっとカジュアルな音楽やステージ演出を取り入れて。それなら、SNS でコンサートのライブ配信と連動させましょう。会場に行けない人も巻き込めば、より大勢が関心を持ってくれるかも。あとは、観客が参加できる仕組みを、例えばアプリで投票とか、曲目リクエストとか、リアルタイムで反映されると盛り上がりそう。そんな風に話し合っているうち、いつしかただの音楽コンサートを超えた新しい形のライブ企画に近づいていくのが分かった。舞台演出や出演者の選定も含め、レーナがコツコツと集めてきた資料をフル稼働させ、俺も以前海外の音楽祭で学んだ経験を持ち出して、ああでもないこうでもないと意見を交わす。時には編集部の他のメンバーを巻き込み、実現可能な範囲を探っていく。やがて草案が形になり始めた頃、編集長に提出した企画書を見た彼女は目を丸くした。なるほど。これはすごいわ。読者を取り込むだけじゃなく、音楽そのものの懐の深さを示せるのね。いいじゃない。これはうちの色を活かしつつ、今まで取りこぼしてきた層にも訴求できると思う。ぜひこれで行きましょう。レーナは思わず拳をぎゅっと握りながら、ありがとうございます。と声を弾ませる。こうして雑誌の未来をかけた大企画が本格的に動き出した。必ず成功させる。互いにそう誓いながら、俺たちは新たなステージへと踏み出していくのだった。SNS を通じた集客のアイデアや各ステージの進行をわかりやすくする動線作り。俺たちが打ち出したプランは想像以上に反響を呼んでいた。編集部も総出で広報を強化し、当日は会場がほぼ満席になる盛況ぶり。まだ開演前だというのに、熱気でホール内の空気がすでに温まっているのを感じた。すごい。本当にたくさん人が来てる。自分の仕上げた企画がこれほどまでに多くの人を呼び寄せるとは。レーナは袖から客席を覗き込みながら感慨深そうにつぶやく。彼女の表情は緊張よりも期待に満ちていた。大丈夫ですよ。リハーサルの時もステージ進行は完璧でしたし、あとはアーティストの皆さんにお任せして、僕たちはサポートを頑張りましょう。俺がそう声をかけると、レーナはうんとうなずき、小さく拳を握って意気込んだ。それから、本番が始まると、プログラムはスムーズに進行していった。若手のバイオリニストが圧巻のテクニックを披露すれば、続いて登場したポップスシンガーが会場を一気に盛り上げる。バラエティ豊かなラインナップに、客席からは歓声と拍手が絶えない。ネット中継でも、視聴者数が右肩上がりらしく、SNS ではこんなに面白いコンサート初めてといった声が飛び交っている。あと一つ、二つプログラムをこなせば、大鳥のメインピアニストだね。レーナがプログラム表を確認しながら微笑む。本来、そのメインピアニストは大御所と若手の融合を象徴するような存在として呼んだ。という話を聞いていた。でも、連絡まだ来てないですよね。もう出番が目前なのに。俺が気になって問いかけると、レーナは怪訝そうに眉を寄せる。確かに、少し遅れてるのかも。副編集長が自分のコネクションで来てもらうから任せておけって言ってたんだけど。それからほんの数分後、スタッフが駆け足で近寄ってきて、青ざめた顔で報告した。大変です。メインピアニストの方が来てないらしいんですよ。連絡もつかなくて。レーナは思わず絶句し、
すぐに副編集長の黒川の姿を探す。すると、まるで待っていましたと言わんばかりに、黒川は袖の暗がりから悠々と姿を現した。ピアニストならもう決まってるじゃないか。レイナは黒川を鋭い眼差しで見つめる。俺も何か嫌な予感がして息を飲んだ。ここにいるだろう。世界的に有名なピアニストが。黒川が俺の方を指さす。その指先には容赦ない悪意が宿っていた。なぜそれを？最初からこうするつもりだったんだよ。こんなチンケなピアノコンサートに大物ピアニストを本気で呼ぶわけない。お前がいるじゃないか。ネットはすでに大盛り上がりだぞ。黒川はスマホを取り出し、SNS のタイムラインを見せつける。そこには、伝説のピアニスト、宋一ノ瀬復活かといった煽り記事が大量に投稿され、視聴者が高まる期待を口々に書き込んでいた。どうやらリークという形で情報が拡散されているらしく、会場の外だけでなく、オンライン上でも興奮が広がっているらしい。こんな勝手な。レイナは拳を震わせ、黒川に噛みつくように叫んだ。あなた、初めからピアニストなんて手配していなかったんですね。そもそもこれが狙いだったってわけ？黒川は薄笑いを浮かべるだけだ。こうでもしなきゃ、この雑誌存続をかけたイベントなんて成功しなかっただろう。どうせ新人ライターと派遣が考えた程度の企画だ。力技でも話題をかっさらうしかないんだよ。廃刊を免れたいんだろう。ほら、あの神崎の頼りにしてる男とやらに引かせりゃいいじゃないか。黒川の言葉はあまりに身勝手で、そして卑劣だった。こんな奴の言うこと、聞くことない。レイナは苦々しい表情を浮かべながら、副編集長を睨みつける。だが、黒川はさらなる嘲笑を含んだ声を上げる。安心しろ神崎。仮にこの雑誌がポシャっても、俺の力があれば、お前を悪いようにはしないさ。それ相応の見返りはしてもらうけどな。あまりの尊大さに、レイナは信じられないとばかりに目を見開き、拳をぎゅっと握りしめる。黒川は、薄ら笑いを浮かべたまま、レイナを見下す。もう始まりますよ。スタッフの声がかかり、あたりは騒然となる。俺は苦しいほど奥歯を噛み締めながらも、一つ息をつく。引きます。そう告げると、レイナは驚いたようにこちらを振り返る。でも、大丈夫です。これで、このイベントを成功させます。そうは言ったものの、実際のところ心臓は痛いほどに早金を打っている。かつて周囲の期待に押しつぶされ、鍵盤の前から逃げたのは、他でもない俺自身。あの苦い記憶が頭をよぎり、手のひらにじわりと汗が滲む。すると、すっとレイナの手が伸びてきて、俺の指先に触れた。震えているのが、彼女にも分かったのだろう。彼女は視線を合わせ、弱々しく首を振った。無理よ。手が震えてる。確かに恐怖はある。だけど、逃げるわけにはいかない。自分にはもう何もないってずっと思ってました。けど結局、俺にはピアノしかなかったんです。だからこれで、レイナさんを守ります。言い切った瞬間、レイナの瞳が潤み、彼女はそっと俺の手を握った。何があっても、私はあなたのそばにいる。一人じゃないから。レイナの言葉が静かな熱となって、俺の心に染み渡る。副編集長の嘲笑にまみれた悪意から生まれた強制的なステージ。だけど、これを利用してでも成功させるしか道はない。ステージの照明が一度落とされ、客席がしんと静まる。久しぶりに触れるグランドピアノ。鍵盤に右手を乗せた瞬間、指先がかすかに震えるのがわかる。かつて感じた恐怖心が再びじわりと蘇ってきた。それでも、今は一人じゃない。深く息を吸う。そして吐く。指先の震えをすっと呼吸とともに流していく。あの時は負けた。だけどもう逃げない。そう心に誓う。そして、最初の音を奏でた瞬間、会場全体が息を飲むのが分かった。抑えきれないほどの感情が、鍵盤を通して溢れ出していく。かつて海外のコンクールで幾度も演奏してきた曲を、今の俺の思いを乗せて紡ぎ直す。最初はわずかにこわばっていた指も、数小節を過ぎたあたりから滑らかに動き始める。まるで音楽が戻ってきたとでも言うように、心の奥が熱く震えた。やがて曲がクライマックスに差し掛かると、客席からは自然と拍手が湧き起こる。ステージにいて、この拍手を聞くのは何年ぶりだろう。かつて怖くて逃げ出したはずの音が、今はやけに暖かく聞こえる。曲を弾き終わり、最後の音がホールに溶け込むと、
客席は一瞬の静寂に包まれ、次の瞬間、大きな拍手と歓声が渦を巻いた。ステージ照明に照らされ、俺はマイクにそっと手を伸ばす。はじめまして。いや、お久しぶりなのかもしれません。一ノ瀬宗介と言います。声が少し震えるが、客席を見つめながら続ける。大きなコンクールで優勝した後、周囲の期待を背負いきれずにステージを捨てました。でも、今日再びこうして鍵盤に触れたのは、僕を信じて支えてくれる仲間がいたからです。支えてくれる人がいれば、人はもう一度チャレンジできるんだと、彼女や周りが教えてくれました。もし同じように悩んでいる人がいたら、この音が少しでも力になってくれたらと思います。拍手はより大きくなり、客席のあちこちで涙を拭う観客の姿が見える。袖からは、レーナも目を潤ませて拍手を送ってくれていた。俺は安堵と感謝。そして、久しく味わっていなかった充実感に胸を満たされながら、深々と頭を下げる。ステージ袖に戻った俺を、レーナがまっすぐに駆け寄ってきた。勢いのまま、彼女の腕が回され、思い切り抱きしめられる。一ノ瀬さん、本当にありがとう。大粒の涙が、レーナの方を伝い、肩口にポタリと落ちた。ふわりと香るシャンプーの匂いと、震える彼女の呼吸が、まだ高鳴る俺の胸と重なり合う。こちらこそありがとう。レーナさんが信じてくれたから、俺はもう一度立ち上がれました。そう答えながら、俺もそっと彼女を抱きしめ返す。かつてステージの恐怖に負けていた自分が、こうして再び鍵盤に指を置き、音楽を届けられた。それは間違いなく、彼女がそばで支えてくれたからだ。へ、なんだよこの茶番劇は。不意に聞き慣れた嫌な声が聞こえてきて、二人の空気が一瞬にして凍る。振り返ると、副編集長の黒川が不機嫌そうに腕を組んで立っていた。やれやれ。俺が企画してやったから、こうして伝説のピアニスト復活が成功したんだろ。この雑誌も廃刊を免れそうで何よりじゃないか。すべて俺の手柄と言っても過言じゃないな。そう言って、下びた笑みを浮かべる黒川の表情には、先ほどまでの焦りなど、微塵も感じられない。観客やネットの盛り上がりは、もはや誰の目にも明らかだ。だからこそ、彼は俺のおかげだと、最後に手柄をかすめ取ろうとしているのだろう。その時、背後から、はっきりとした女性の声が響いた。黒川さん、あなたがやったことは、到底容認できるものではありません。高めのヒールを鳴らしながら、姿を現したのは編集長だった。冷静な面持ちを保ったまま、黒川に対してきっぱりと続ける。最初から大物ピアニストを呼ばずに、あえて一ノ瀬さんを利用する形で既成事実を作り、話題性を煽る。その強引な手段は、社内規定にも反します。それに加え、神崎さんへのセクハラまがいの発言や、派遣である一ノ瀬さんを著しく侮辱した件も含め、看過できませんね。黒川は、ちっと舌打ちし、顔を背ける。俺がやらなきゃ、このイベントは成功しなかったかもしれないんだ。結果、みんな得したろ。それのどこが悪いって言うんだよ。編集長は、厳しい眼差しを崩さずに言葉を返す。みんなが得をしたというより、あなた自身が他人の善意と努力を踏みにじったと言った方が正確でしょう。今回の行為は、会社としても処分を検討しなければなりません。もちろん、詳しい経緯についてはしっかり調査しますが、ひとまず、この場からは退いていただきます。その場にいたスタッフたちも冷たい視線を向け、黒川は居場所をなくしたかのように苦い表情を浮かべた。ちらりとレーナを見たが、彼女は完全に怒りをこらえた無言のまま、黒川を拒絶する意思を示している。結局、黒川は何か言いたそうに唇を震わせながらも、一言も発せず、きびすを返して足早に立ち去った。編集長は短く息を吐き出し、それから俺の方へと向き直った。一ノ瀬さん、今回は本当にありがとうございました。あなたにこんな形で無理をさせてしまって、申し訳ありません。私も、黒川がここまでの強行手段に出るとは思っていなかったんです。彼女が深々と頭を下げる。それにつられて、周りのスタッフたちも申し訳なさそうに頭を下げた。いいえ、俺も結果として、ステージに立つ覚悟が持てましたから。それに、こうして皆さんの力で雑誌が救われたのなら、それが一番嬉しいです。編集長はほっとしたように微笑んで、レーナへと目を向ける。神崎さん、本当にお疲れ様。あなたの初期のアイデアがなければ、
そもそも今回のイベント自体が成立しなかったかもしれない。おかげで配管の危機は遠のいたわよ。そう言われ、レーナは涙を拭きながら小さく笑みを浮かべる。ありがとうございます。でも、一ノ瀬さんがいてくれたから、私も最後まで投げ出さずにいられたんです。そう言って、俺を見つめる彼女の目は、すでに赤く腫れていたが、その分だけ輝きも増しているように思えた。イベントの大成功からしばらく経ったある日、社内規定違反とパワハラ、セクハラまがいの言動が問題視された黒川は、結局会社を解雇されることになった。表沙汰になる前に自主退職という形を取らせているようだが、業界内ではその素行の悪さが瞬く間に知れ渡り、先行きは極めて厳しいようで、彼がどこで何をしているのかを知っている者はいない。表舞台に立つことはもうないのだろう。一方、雑誌の救済企画から端を発した俺の復活劇はいつしかネットやメディアで話題を呼んでいた。そこでノーブルアーティストは編集長の肝入りで俺のピアニスト人生を振り返る特集を組んでくれることに。幼少期の音楽エピソードや海外コンクールでの奮闘、プレッシャーでステージを去るまでの苦悩、すべてをリアルに記した記事は多くの読者の心を打ち、雑誌の売り上げを大きく伸ばす要因となった。SNS 上では今こそ音楽を聴きたい、逆境からの復活が胸を熱くする、などの声が溢れ、出版社の株も急上昇。まさに伝説のピアニスト復活のストーリーが雑誌を再生させるエンジンになったのだ。今では俺も派遣の肩書きに別れを告げ、本格的にピアニストとして演奏活動を再開している。国内外のステージや音楽フェスに招かれる機会が増え、スケジュールは以前に勝るとも劣らないほど埋まってきた。そして、俺の元には予想もしなかった様々な声が届くようになっていた。SNS やメールで、またあなたの演奏を聞きたい、応援してますというメッセージが押し寄せ、いつしかファン同士で交流するコミュニティまで出来上がりつつあるらしい。なんか、ファンクラブができるって話まで出ててさ、変な感じだよ。俺はため息混じりにつぶやき、デスクの一角に腰掛けた。先ほどから編集部内をバタバタと動き回っていたレーナは、それを聞くなり、ああ、やっぱり、と、ガテンが言ったように軽く膝を叩く。それ、もう編集部として動き始めてるわよ。あなたのファンクラブ、正式に立ち上げる予定だって。そうなの？いや、なんか慣れないというか、自分には大げさすぎる気がして。俺が戸惑いを隠せないでいると、レーナは勢いよく書類を机に置き、俺の方に振り返った。やれやれ。あなたは自分の価値を分かってなさすぎ。ピアノが上手いだけじゃないって分かってる？レーナは胸の前で腕を組みながら、まるで叱るように続ける。まず、タイピングも早いし、仕事も正確。周りが困ってる時は必ずフォローしてくれるし、それに、あんなにすごい経歴を持ってるのに、全然威張らないでしょ？謙虚っていうか、笑った顔がワンコみたいで、反則級に可愛いというか、もう見てるこっちが罪悪感を覚えるくらいなんだから。いつも冷静なレーナが、まるで思いつくままに言葉を並べている。聞いている俺としては、むずがゆいどころの話じゃない。あまりにもまっすぐな評価に顔が熱くなるのが分かった。あんまり褒められると照れるな。勢いに任せて言葉を並べ立てていた彼女だったが、ふと口ごもった。まるで自分で言っておきながら恥ずかしさがこみ上げてきたようだ。視線をそらし、頬がうっすら赤く色づいているのが見える。要するに、あなたはもっと自分に自信を持っていいのよ。たとえピアノを弾けなくても、あなたって人が、そこまで言ったところで、俺は思わず彼女の手を取った。何を急に。ごめん。あんまりあなたが、俺のことをいろいろと褒めてくれるもんだから、嬉しくなって、それに、恥ずかしがってるレーナさんが可愛くて。そう言った瞬間、レーナはさらに顔を赤くして、唇を尖らせる。もう、バカ。先に言っておくけど、ファン1号は私だから、あなたのこと、どんな姿になっても応援するんだから、変な心配しないでよね。俺は彼女の言葉にクスッと笑い、小さくうなずく。ありがとう、レーナさん。じゃあ、ファン1号に恥をかかせないように、もっと頑張るよ。そう告げると、彼女はふっと笑みを浮かべ、俺たちはどちらからともなく、唇を重ねた。人生が何度崩れそうになっても、一人じゃない。支えてくれる人がそばにいるだけで、もう一歩踏み出せる。プレッシャーや過去の失敗を抱えても、
心から信じてくれる存在がいれば、人はいつだって立ち上がれる。立ち止まらないで手を取り合って進んでいけばいい。そこにまた新しい音が待っているのだから。早くしないと、この患者さんが危険な状態です。心拍もどんどん落ちてる。誰か医師を呼んで。病院の廊下に響く焦燥の声。看護師たちは一生懸命に走り回っているけれど、事態はまるで収まる気配がない。担ぎ込まれたのは重篤な外傷を負った男性。外科医らしき医師がベッド脇でうめくように言った。こんな難しいオペ、今いるメンバーじゃ無理だ。専門医がいないと、どこかに応援を頼めないんですか？周りにいるスタッフも顔を曇らせ、連絡はしてますが、すぐには、と戸惑うばかり。混乱の最中、俺はただの町工場の工場長という肩書きを意識しつつも、一歩前に出た。俺が救います。その言葉に、その場が静まり返る。一番近くにいたエリートらしき医師が、あざけるように鼻を鳴らした。はぁ？一般人が口を出すな。素人に何ができるんだ？しかし、院長と思われる人物は、眼差しを俺に向けて、低く問いかける。君に何かいい案があるのかね？迷っている時間はない。俺は深く息をつき、覚悟を込めて言った。実は、エリート医師は最初こそ鼻で笑っていたが、俺が具体的な名前や手はずを伝え始めると、顔色を変えて言葉を失った。まるで何かに気づいたように、震える声で問いただす。おい、まさかお前、一体何者なんだ？そこから先は、もう、後戻りなどできない。この緊迫した病院の空気の中で、俺は正体を明かし、俺の運命を大きく変えることになるのだった。俺の名前は高橋亮。町の外れで、外観は年季の入った小さな工場を営んでいる。親から継いだ町工場で、今は俺が工場長だ。表から見れば、壁や屋根の錆びつきが目立ち、窓ガラスなんかはひび割れだらけで、正直なところ、初めて来る人は大丈夫かと不安になるくらいボロボロだろう。それでも俺は、この工場の技術力だけは誰にも引けを取らないと信じている。町の人たちには、ボロ工場の高橋なんて呼ばれることもあるが、細かい金属加工から精巧なパーツの製作まで、腕にはそこそこ覚えがある。そんなある日のことだ。いつも通り工場で作業をしていたら、大きな悲鳴が響き渡った。慌てて駆けつけると、俺の右腕とも言える従業員の大輔が手から血を流していたんだ。切れ味の鋭い機械を扱う作業だったから、その瞬間に思わず息を飲んだ。彼は痛みをこらえながらもうずくまって、すみません、と額に汗を浮かべてうめいていた。田中、大丈夫か？どのくらいやられた？彼は俺を見上げると申し訳なさそうに、深く切っちまったみたいです、とうめく。傷の具合は一見すると浅いようにも見えたが、血の量が思ったより多い。こういう時、慌てふためいてしまうと判断を誤る。だからこそ、俺は意識して冷静に行動を開始した。救急車を呼ぶぞ。待ってろ。落ち着いた声を出したつもりだった。こういう現場対応には慣れている。とはいえ、やっぱり従業員が怪我をするのは辛いもんだ。それでも、俺がテンパってしまえば、彼の不安も増大してしまう。まずは救急に連絡を入れて指示を仰ぐ。場所や状況を手短に伝え、救急隊が到着するまで応急処置をどうしたらいいか確認。それから工場の救急箱を持って駆け寄ると、傷口を強く押さえて圧迫止血を始めた。田中、しっかり押さえろ。落ち着いて深呼吸するんだ。俺の言葉に彼はこくりとうなずく。周囲の従業員たちも心配そうに見守っていた。普段は頼りになる大柄な男だが、やっぱり痛みで顔色が悪い。そんな彼を見ると、なんとか早く処置してやりたいと思う。だが、ここはただの町工場。専門的な治療ができるわけじゃないし、こんな状況で無理に自己流の縫合なんかを試みるわけにもいかない。医療現場に任せた方がいい。早く病院へ連れて行かなきゃという思いが強くなった。工場長、救急車が来るまでの間、ここで待った方がいいですか？それとも。いや、救急車が来るまでに時間がかかりすぎる。病院まで近いし、俺が車を出す。時間外診療が迫ってるかもしれないから、なおさらだ。俺は即決した。
救急隊の到着には随分と時間がかかりそうだと、今になって電話がかかってきたのだ。それならば、救急隊が到着するのをじっと待つより、状況を考えて迅速に動く方がいい場合もある。適切な病院へすぐ連れて行けば、必要な処置をスムーズに受けられるかもしれない。迷いはなかった。大輔をサポートしてくれる従業員を助手席に乗せ、俺は工場の古いワゴン車のエンジンをかけた。ガタガタと音を立てて走る車内で、大輔は声を震わせながら、すみません工場長、迷惑かけて、という。それに対して俺は、ゆっくりと首を振った。迷惑なんかじゃないさ。俺たちは仲間だろ。大丈夫。ちゃんと治るようにサポートするから安心しろ。本当は血を流す彼の姿に内心焦りも感じていたんだ。しかし、そういう気持ちは口に出さず、とにかく落ち着かせる言葉をかけることが大事だと思った。幸い、町から少し離れた場所にある総合病院なら、この時間の診察でもしっかり対応できる。到着したら素早く見てもらおう。そう決意しながら、俺は車のアクセルを強めに踏み込んだ。病院に到着すると、受付にいたのは意外にも若い女性だった。制服は病院のものだろうが、どこか高貴な雰囲気が漂っている。パッチリとした瞳が印象的で、ちょっとツンとした表情で俺を見やる。緊急で運び込まれた大輔を見て、最初は慌てる様子かと思いきや、その彼女は意外なほど淡々と手続きを進めた。どういったご用件ですか？作業中に手を大きく切りまして、結構出血が多い。緊急で見てもらいたいんです。わかりました。では、こちらの用紙に記入をお願いします。それから、保険証などはお持ちですか？彼女は慌てるでもなく、事務的な手続きに徹しているように見えた。周囲の看護師が担架を運んできてくれたので、大輔をそちらに乗せると、すぐに診察室へ案内してくれた。とはいえ、彼女の口調や態度はどこか冷たい。ツンケンしているというか、淡々としすぎていて、大丈夫なのかと疑問を抱かせる雰囲気だった。さっき連絡をいただいた方ですか？お連れの方は診察室で一通り手当てしますので、あなたはここでお待ちください。そう言ったきり、彼女は奥へ消えていった。表情は仏頂面で、笑顔のかけらも見せない。少し怖いくらいだ。だけど、俺は大輔の容体が心配で仕方がない。後で聞いた話だが、彼女は院長の娘。いわゆる令嬢だという。院長の娘が夜間の受付を担当しているあたり、この病院も人手不足なのかもしれない。だが、それを差し引いても、何か彼女には違和感があった。しばらく待合室で待つと、看護師が慌ててこちらにやってきた。お連れ様の付き添いの方、こちらへ。と呼ばれ、診察室に通される。そこには、あの令嬢と若い医師らしき男性がいた。男性医師は、大輔の傷口をチェックしていたが、少し首をかしげているように見える。そして、令嬢はというと、手袋をはめながら、慣れた手つきで消毒用ガーゼを準備している。それでは、簡単な消毒と止血処置で済ませておきますね。後で包帯を巻いておけば大丈夫です。令嬢はそう言って、テキパキと作業を始めようとしている。しかし、俺は正直言って不安を覚えた。大輔の傷は思ったより深い可能性がある。そこで俺は意を決して声を上げた。ちょっと待ってください。それだけで大丈夫なんですか？もっと隠れた裂傷があるかもしれないし、感染症のリスクも考えられるのでは？令嬢は鋭い視線をこちらに向けてきた。まるで、素人が何言ってるの？とでも言わんばかりの顔つきだ。若い医師も微妙な表情を浮かべ、どう反応していいかわからない様子。大丈夫ですよ。そこまで大げさに考えなくても、痛みはあるでしょうけど、表面をしっかり消毒して、包帯を巻いておけば問題ありません。万が一、痛みが増すようなら、明日また来てもらえばいいんですから。そんな彼女の言葉に、俺は少し苛立ちを感じた。機械に巻き込まれた傷の恐ろしさを知っているからこそ、ここで無理に簡単に済ませるのは危険だと思うのだ。本当にそれだけでいいんですか？とにかく一度、しっかり検査してもらえませんか？レントゲンなり何かしらの方法で損傷具合を見極めた方がいいと思うんです。指の腱とか内部がやられてる可能性もあるかもしれない。俺の声は決して怒鳴ってはいないが、明らかに強い意志を込めたものだった。令嬢は少しムッとした顔をしたが、そこへ若い医師が、一応確認してみてもいいのでは、と加勢してくれた。どうやら彼も完全に問題なしとは言い切れないという懸念があったようだ。
すると令嬢は小さくため息をつきながら、しぶしぶといった表情で、わかりました。ではレントゲンと、必要なら MRI の手配もします。念のためですね。と言い、スタッフに検査の準備を指示する。俺はほっと胸をなで下ろした。大輔も、助かります、と弱々しく微笑んでいた。検査が終わるまでの間、俺は病院の待合室で待つことになった。夜間の病院というのは、工場と同じく、どこか独特の空気がある。広い空間が静まり返っていて、時折遠くから聞こえる救急のアナウンスや看護師の足音だけが響いている。そんな不安感が募る場所だからこそ、人は病院に来るだけで心細くなるのかもしれない。そうしてしばらく待っていると、診察室の方から令嬢が出てきて、こちらに声をかけてきた。さっきのツンとした表情はそのまま、だが、どこか言いづらそうにしている。先ほどは、偉そうに言ってしまいすみませんでした。レントゲンと検査結果を見たところ、裂傷が思ったより深かったみたいで、細菌感染のリスクもありました。早めに気づいてよかったです。その言葉を聞いたとき、正直やっぱりなと思った。しかし同時に、すぐに対応が間に合ってよかったと、心から安堵した。令嬢は少しうつむいたまま、小声で続ける。検査をしてみたら、やはり深い損傷が見つかりました。放っておいたら後で大変なことになるところでした。本当に申し訳ございません。彼女はそう言いながら、申し訳なさそうに頭を下げた。先ほどまでのツンとした態度はすっかり影を潜め、その姿はどこか心細そうに見える。大丈夫ですよ。結果的に間に合ったわけですし、何より従業員がしっかり治療できそうで助かりました。俺がそう伝えると、彼女はほっとしたように小さく息をついた。それでも、自分を責める気持ちが強いのか、眉を下げたまま小声で続ける。見落としていたら大変なことになるところでした。あなたに強く言われてなかったら、私は多分簡単な処置だけで済ませていたと思います。本当に申し訳ありませんでした。気にしないでください。誰だって忙しい時や焦っている時には判断が鈍ることがある。それに最終的にしっかり検査をしてくれたおかげで、早めにリスクも分かったんですから。俺はなるべく柔らかい口調で言葉を返した。彼女はまだ申し訳なさそうな表情を崩さないが、わずかに顔を上げて、ほっと安堵したような瞳を向けてくる。ほんの少しだけ、その目が潤んで見えた。その後、大輔はしっかりとした傷の洗浄や縫合、そして抗生物質などの処方を受けることが決まり、しばらく入院することになった。検査結果から内部には小さな傷が複数見つかったらしい。ちょっとした見落としが後々大事に至ることもある。それが医療の怖いところだ。彼はスタッフたちからもう大丈夫ですよと言われて、痛みに耐えながらもほっとしたように笑みを浮かべていた。俺もよかったなと声をかけると、彼はしきりに感謝の言葉を繰り返す。工場長、本当にありがとうございます。大げさだよ。俺が特別に何かしたわけじゃない。病院のスタッフがいてくれたから、こうして適切な処置ができたんだ。そう言うと、大輔は深く頭を下げた。声は少し震えていて、その瞳にじわりと涙が滲んでいるのがわかる。いえ、工場長、もしあのまま簡単な手当てだけで終わっていたらと思うと、正直ゾッとします。工場長がすぐにしっかり検査してくれって言ってくださらなかったら、きっとこんなに早く、傷の詳細がわかることはなかった。自分は本当に幸運者です。大柄な体を折り曲げて何度も礼を繰り返す姿に、俺は少しばかり照れくささを感じながらも、心から良かったと思った。退院したら、労災の手続きもきっちり済ませて、大輔の生活がスムーズに回るようサポートするつもりだ。元気に工場へ戻ってきてもらえれば、それが一番嬉しい。工場長としてもそうだが、何より仲間として当然のことだと思う。そんなやりとりを少し離れた場所でじっと見守っているのが、俺たちを担当してくれたあの院長の娘だった。ツンとした雰囲気のある彼女は、最初の頃の冷たい表情と違って、今はどこか遠慮がちにこちらの様子を伺っている。気まずそうな素振りを見せながらも、その瞳には安堵の色が浮かんでいるようだった。翌朝、工場のシャッターを開けると、がらんとした空間が迎えてくれた。いつもは真っ先に、おはようございますと声をかけてくれる大輔がいない分、妙に静かだ。寂しさもあるが、あいつが病院でちゃんと治療を受けていると思うと、ほっとした気持ちもある。俺は機械にスイッチを入れ、
一日の始まりを告げる動作を確かめる。数日後、大輔の経過が気になって、再び例の病院を訪れた。面会時間ギリギリのタイミングだったが、病室へ行くと、彼はベッドで雑誌をめくりながら、ああ、工場長、来てくれたんですか。と、嬉しそうな笑顔を向けてくれた。傷の回復も順調で、医師からは、あと少し安静にしていれば退院できますと言われたらしい。工場長ありがとうございます。労災のことまで手配してくださって。と、改めて礼を言われる。俺は、いや、気にすんな。と、照れを隠すために笑ってみせる。すると、部屋の扉をノックする音が聞こえて、あの令状が入ってきた。相変わらずツンとした表情、かと思いきや、今日は少し目元が柔らかい。どうやら、大輔の様子を見に来たようだ。失礼します。調子はいかがですか？大輔は、だいぶ良くなりました。ありがとうございます。と頭を下げる。令状は小さくうなずき、ついでに俺の方へ視線を向けてきた。先日は、どうもありがとうございます。おかげさまで、患者さんの状態もしっかり管理できています。あなたの言う通り、最初にきちんと検査をして正解でした。いえいえ、俺は口を挟んだだけですから。あなた方医療スタッフのおかげです。そう返すと、彼女は一瞬言いづらそうに唇を結んだが、すぐに意を消したように言葉を継いだ。この後、少しお時間よろしいですか？彼女の声色が思いのほか真剣だったので、俺は思わず眉を潜める。大輔のことで何か良くないニュースでもあるのか、と一瞬不安が頭をよぎる。確かに彼の容体は安定している、と思ったが、まだ油断は禁物だ。そう思いながら、もちろん構いません、と答え、二人で廊下を少し歩いた先の空き部屋へ通された。中は簡素な相談スペースのようで、椅子とテーブルが置いてあるだけだった。扉が閉まると、彼女は深々と頭を下げる。その予想外の仕草に、まさか大輔に新たな問題でも、とドキリとするが、彼女が口を開いたのは全然別の内容だった。お願いします。私に人の上に立つ者の心構えというか、リーダーシップの取り方というか、そういうことを教えていただけませんか？あまりに唐突な展開に、はぁ、と情けない声を漏らしてしまう。俺が面食らうのも無理はない。相手は院長の娘という肩書きと少しツンとした印象を持つ女性だ。そんな彼女が何をきっかけに俺みたいな町工場の工場長へリーダーシップを学びたいと言ってくるのか。ましてや医療現場と工場、全然畑の違う世界だ。それでも彼女はまっすぐ俺の顔を見つめてくる。その懸命な姿勢にちょっと圧倒されてしまい、そりゃまあ俺でよければと言いかけたところ、彼女はさらに身を乗り出した。本当によろしいんですか？工場長さんは従業員の方々から信頼されてるように見えますし、私も先日の一件で学ばせてもらいました。自分が偉いとか威張るとかじゃなくて、周りの人の支え方や優しさを持ち合わせている人こそが本当の意味でのリーダーなのかなって。いや、大げさですよ。たまたま俺は工場の現場回しをしているだけで、医療に関しては素人ですし。でも、人を導くという点では共通するところがあるのではないかと思うんです。私にはどうしても、院長の娘という看板ばかり大きくて、中身がついていかないように感じるんです。だからぜひ。彼女がぐいぐい詰め寄ってくるものだから、思わずテーブルの角にゴツンと腰をぶつけてしまう。まあ、そこまで言われると断りづらいというか、これが場違いな勧誘だったらさらりとかわすところだが、相手の真剣な眼差しにお断りしますなどという度胸は俺にはなかった。それに少なからず先日感じたように、彼女にはリーダーとしての重責で悩んでいる部分があるのだろう。少しでも力になれるなら、それはそれでいいことかもしれない。わかりました。俺でよければ。ただ、偉そうに教えられることなんて、そう多くはないですよ。いえ、そんな。少しでもお話を聞かせていただけるだけで十分です。どんなことでも構いません。例えば、従業員さんや周りの方たちとの接し方とか、トラブルが起きた時の考え方とか、私、どうにも不安になると、仏頂面になってしまう癖があって、怖がられちゃうんです。彼女は最後の一言を口にするとき、明らかに気まずそうに視線をそらす。その姿がどこか可愛らしく、俺は思わず苦笑いを浮かべた。自覚があるなら直せるんじゃないかな。
大事なのは仲間を信頼することと、自分の弱みも認めることだと思いますよ。少なくとも俺はそうやってやってきました。弱みを認めるですね。なるほど。真剣な眼差しを向けられて、正直なところ、ちょっと圧倒されてしまう。とりあえず、ここであれこれ話すよりは、もう少し落ち着いた場所と時間を用意して、改めて話す方がいいかもしれませんね。どうでしょう。俺が言うと、彼女ははっと顔を上げ、パッと目を輝かせてくる。ぜひ、お忙しいのは承知してますけど、私としては少しでも早く勉強したいというか。わかったわかった。じゃあ、近々時間を作ります。俺も工場のスケジュールを見て調整しますから。そう言いながら、内心こんな展開になるとは、と苦笑いを浮かべるしかなかった。でも、これも何かの縁というやつなのかもしれない。しばらく気まずい沈黙が続くかと思いきや、彼女が思い出したようにペコリと頭を下げる。ありがとうございます。そういえば、きちんとお名前を伺っていませんでしたよね。ああ、そうですね。俺は高橋亮って言います。親の町工場を継いで工場長をしてます。照れ笑いしながら名乗ると、彼女は少し姿勢を正した。私は柴崎香織と言います。いろいろと行き届かないところが多くて、お恥ずかしい限りですが、よろしくお願いします。そう言って、すっと背筋を伸ばす彼女を見ていると、さっきまでとは違った柔らかい空気が流れている気がする。俺は思わず、やっぱり素はこういう人なのかもしれないな、と思ってしまう。じゃあ、改めてよろしくお願いします。落ち着いてお話できる日を楽しみにしてますよ。そう言葉を交わすと、香織さんは、ほっと胸を撫で下ろしたように微笑んだ。こちらこそ、楽しみにしています。お忙しい中すみませんが、ぜひいろいろ教えてください。それから俺と香織さんは、彼女の病院での休憩時間や、俺の仕事が終わった後などに、何度か顔を合わせる機会を作るようになった。正直、最初のうちはリーダー論を話すなんて堅苦しいことをするのかなと思ってたんだが、ほとんどは雑談に近い。例えば、互いの出身や何気ない昔話、音楽の趣味なんかを交わすうちに、ふとした瞬間に、そういう時、高橋さんならどうするんですか？と聞かれて、俺がそれに答える。そんな流れが多かった気がする。ある日のこと、ちょうど仕事帰りの時間帯で、俺は病院近くの小さなカフェに呼び出されていた。香織さんはいつものツンとした雰囲気が随分和らいだ表情で、すみません、こんな時間に、と申し訳なさそうに席を進めてくる。いえいえ、俺も工場の作業が一段落したところですし、気分転換にちょうどいいですよ。そう言って席に着くと、彼女は少し姿勢を正していった。実は、病院で少し人事異動があって、看護主任さんがしばらく不在になるって話が出てるんです。私は院長の娘という立場上、それを補うように動けって言われてるんですけど、どうしても周りから院長の娘だから偉いみたいに思われたくなくて、だけど、やっぱりある程度リーダーシップを取らないといけない。そこで彼女は言葉を区切り、コーヒーカップを手に取って小さく息をついた。俺はカップから立ち上る湯気を見つめながらゆっくりと答える。俺も工場長だなんて言われてるけど、実際はみんなと同じように作業をしてるだけで、別に威張ってるわけじゃないんです。大事なのは、自分の弱みや苦手な面も隠さずに見せることじゃないですかね。そうすれば仲間は、頼っていいんだなって思ってくれるし、結果的に自然と協力関係が生まれると思うんです。香織さんは真剣な眼差しで俺の言葉を聞いている。心なし頬が赤くなっているようにも見えるのは、暗い照明のせいだろうか。なるほど。私院長の娘ってことで、ずっと一人で頑張らなきゃと思ってました。でもそうじゃなくて、周りに頼ってもいいのかな。そうつぶやく彼女に、俺は当然じゃないですか、と笑って返す。すると、微笑みかける彼女の横顔が、妙に綺麗に見えて、思わずドキリとした。しばらくして、ふと香織さんがこちらを向いて問いかける。そういえば、高橋さんって、医療の知識がとてもあるみたいですけど、お医者さんなんですか？いや、違いますよ。昔、ちょっと医療関係の道を目指していたことはあるんですけど、今は町工場の工場長ですから、そう笑いながら答えると、彼女は、へえ、そうなんですね、と、少しだけ残念そうな顔をした後、
でも納得です。なんだか頼りになると思ったら。と、ぽそりと付け加えた。さらに、コーヒーカップを手に持ったまま、どこか恥ずかしそうに目を伏せる。私の周りって医療関係者ばかりなんですよね。話す内容もどうしても専門的になりがちで、こういう気軽な会話をする機会ってほとんどないんです。病院のスタッフ相手にこんなリーダー論とか悩み事を話すわけにもいかないし、だからまたお話ししてもらってもいいですか？思わず身を乗り出すようにして言う彼女を見ていると、こちらも自然と頬が緩んでしまう。少なくとも彼女の相談相手としては今のところ不合格にはなっていないらしい。もちろん俺の話で良ければいくらでも。そう答えると彼女は少し安堵したように笑みをこぼした。最初に会った時のツンとした空気はほとんど感じられない。むしろこうして向かい合っていると、彼女が人一倍周囲に気を使いながら過ごしているのだとよくわかる。ほどなくしてカフェのフードメニューが運ばれてきた。忙しく働く病院を抜けてこうして一緒に食事ができるなんて考えてみれば不思議な縁だ。彼女が小さくいただきますと言いながらナイフを手にする様子を横目で見て、俺もそれじゃあいただきますとスプーンを口へ運ぶ。こうして食事しながら誰かと話すのってすごく久しぶりな気がします。もちろん病院のスタッフともご飯行くことはあるんですけど、結局仕事の延長みたいになっちゃって。彼女がしみじみと言うので、俺は忙しいんですねと返した。彼女は少し寂しそうに笑う。まあ、院長の娘という肩書きがあるからか、なんとなく遠慮されている気もするんですよね。飲みに行きましょうなんて気軽には言えないだろうし。だから、こうして町工場の工場長さんとお医者さんでもない人と話すのってどうにも不思議な気分ですけど、気楽でいいですね。それはどうも。俺なんかでいいのかなと思っちゃいますが、彼女は、いいんです。高橋さんだから話しやすいんですよ。とさらりと言ってのける。そんな言葉を聞いてしまうと、こちらも心臓の鼓動が速くなるのを抑えきれない。軽く会計を済ませ、店を出ようとするとき、俺はふと思い立って彼女に声をかけた。もしよかったら、また今度一緒に食事にでも行きませんか？柔らかな照明に照らされた彼女の顔には、期待が混じったような表情が浮かんでいる。返事を待とうとしたその時。おいおい、誰かと思えば貧乏人じゃないか。甲高い声とともに不意にこちらへ近づいてくる男がいた。顔を上げると、それは俺の同級生だった三浦誠。白衣こそ着ていないが、胸ポケットにペンや聴診器らしきものが覗いているあたり。きっと病院の仕事終わりか何かでここを通りかかったんだろう。彼は香織さんの横顔をちらりと見ると、にやっと嘲笑に近い笑みを浮かべた。隣にいるのは香織さん？はは、どういったご関係で？まさか貧乏人がうちの院長の娘に色目を使ってるってわけじゃないだろうな。あからさまな挑発に思わず喉が詰まるような感覚が走る。香織さんも驚いたように硬直している。俺はとっさに言葉を探すが、三浦はさらに続ける。お前、金がなくて大学へ行けずに医者を諦めたんだろ？そういうのは無理するもんじゃないんだよ。医者に憧れがあるのかもしれないけどさ、住む世界が違うんだからやめとけって。彼の言葉はまるで突き放すような冷たさを帯びていた。こんな言い方をされて思わず肩に力が入ってしまう。香織さんも隣で息を飲んだまま動けずにいる。香織さん、こういう男はね、下手に優しくすると勘違いするから気をつけて。かといって突き放しても逆恨みされるかもしれない。貧乏で医者になれなかったのを逆恨みして病院に嫌がらせされても困るじゃないですか。三浦が鼻で笑うように言い放つと、香織さんは怒りを抑えきれない様子で顔を上げた。ちょっと、失礼ですよ。確かあなたは外科の三浦先生ですよね。こんな言葉遣い、非常識じゃないですか？謝ってください。その一言に、三浦は心底馬鹿にしたような顔でこちらを振り返る。謝罪？どうして俺が？だってこれ本当のことですよ。こいつ医者目指してたけど、金がなくて諦めたんですよ。そうだよな。明らかな侮蔑と敵意を込められた言葉に、香織さんの瞳がさらに険しくなる。少しでも言い返しそうな気配を感じた俺は、とっさに彼女の腕に軽く手を置いた。ここで下手に怒りをぶつけると、
三浦はますます煽ってきそうだ。大丈夫です、香織さん。そう言って俺が静かに首を振ると、彼女は少し迷いながらも、言い返すのをぐっと飲み込む。三浦の言う通り、金銭面の理由で医者を諦めたのは本当です。俺がそう言うと、三浦は鼻で笑いながら、だろうと、調子に乗った声を上げる。香織さんが、それでも、あんな言い方は、と、鋭く言い返しかけたところ、三浦はさらに挑発的な態度を崩さずに続けた。香織さんも香織さんですよ。立場わかってるんですか？院長の娘がこんな男と一緒にいるところを見られたらどうなると思います？あなたの行動はそのまま病院の噂に直結するんですよ。もう少し自分の立ち位置を考えてもらいたいですね。香織さんは、と絶句し、憤りを隠せないまま言葉を失っている。すると三浦はわざとらしく肩をすくめながらにやりと口元を歪めた。町の工場長さんと噂が立つより、僕みたいな医者との噂が立った方が病院にとっても都合がいいでしょ。いや、香織さんご自身だって悪い気はしないと思いますけどね。言い切るや否や、三浦は振り向きもせず、スタスタとその場を離れていく。俺は一瞬、その背中に何か言い返したくなる衝動を感じたが、香織さんの憤った表情を見て、むしろ彼女がさらに傷つかないよう、この場は静観するしかないと思い直す。不快な空気とともに、夜の街角がしんと静まり返った。香織さんは、かすかに唇を噛みながら、三浦が消えた方向を睨みつけるように見つめている。俺はそんな彼女に気づかれないよう、そっと深呼吸をついて気を落ち着かせた。ごめんなさい。あんな失礼な態度。小さな声でそう漏らした香織さんの瞳には、苛立ちと悔しさが混ざり合った色が宿っている。俺は穏やかに首を振りながら、彼女が少しでも落ち着くようにと言葉をかける。香織さんが謝ることじゃないですよ。あいつの口は昔からああいう感じで、それに事実は事実ですし、貧乏で医者を諦めたのは本当。だけど、それが俺の存在価値を否定する理由にはならないと思ってます。だから気にしないでください。そう言ったものの、香織さんの表情はまだ晴れない。すみません。私、もう少し冷静になれればよかったんですけど。彼女は悔しそうに顔を背ける。俺はそっと息をついて、なるべく柔らかな声で答えた。気に病むことはないですよ。あんな態度を見せられたら、誰だって腹が立ちます。それに、俺としては香織さんがそこまで一緒に怒ってくれるってのは、正直嬉しくもありますから。そう言うと、香織さんは少しだけ肩の力を抜くように息を吐き、申し訳なさそうに微笑んだ。けれど、その瞳にはまだ不安げな色がわずかに残っている。彼女は逡巡するように言葉を探し、意を消したように口を開いた。私は、これからも高橋さんとお話しさせてもらいたいです。病院の噂うんぬんって言われるかもしれませんけど、私は。その言葉を聞き、俺は思わず笑みをこぼした。正直、俺だって同じ気持ちだからだ。もちろん、ぜひ行きましょう。噂になるとか気にするような悪いことをしてるわけじゃないですしね。俺が力強くそう言うと、香織さんはほっとしたようにふわりと笑った。ほんの少し頬を染めたその横顔を見ていると、先ほどまでの三浦との一幕が嘘のように感じられる。ここで生まれる温かな空気を大事にしたい。そう素直に思えた。それから数週間が経ち、工場で怪我をした大輔の最終チェックのために、俺は再びあの病院を訪れた。昼下がりの明るいロビーには穏やかな空気が漂い、受付を済ませてから大輔と共に外来の待合スペースへ。工場長、ここまで付き添ってもらってすみません。大輔が少し恐縮した様子で言うが、俺は軽く首を振って笑ってみせる。何言ってんだ。ここまで来たら最後まで付き合うさ。そこへ看護師が名前を呼んだ。田中さん、どうぞ。と優しい声がかかる。大輔と一緒に診察室へ向かうと、中では担当医が微笑みながら出迎えてくれた。おや、お二人揃って来てくださったんですね。どうですか、大輔さん。痛みや違和感はありませんか？大輔が患部を軽くさすりながら笑顔で答える。ええ、おかげさまで痛みもほとんどなくて、今日で最後の診察になりそうだと聞いてます。担当医はうなずきながら、傷の回復状況も良好ですし、あとは日常的なケアをしっかり続けていただければもう大丈夫でしょう。と太鼓判を押す。それを聞いて、
俺はほっと胸をなで下ろした。少し前のあの事故を思い返せば、こうして笑顔でやりとりできる姿を見るだけで嬉しいものだ。よかったな、大輔。これであまり無理せずに、工場に戻ってきてくれれば助かるよ。はい、工場長。本当にお世話になりました。ありがとうございます。大輔は満面の笑みで頭を下げる。担当医とも軽く言葉を交わし、診察室を後にした俺たちは、そのまま会計を済ませるために、再び待合スペースへ向かった。その時だった。廊下の向こうがやけに慌ただしい。どうしたんだ？看護師や医師らしき人たちが急ぎ足で走り回っている。何か大きな緊急事態が発生したのは一目瞭然だ。遠くから、急いで手術室を用意してと、切羽詰まった声が聞こえてきた。俺は思わず足を止め、様子を伺う。すると、病院のスタッフの一人がこちらへ駆け寄ってきた。すみません。そちらは立ち入り禁止です。今、重篤な患者さんが搬送されてきまして。スタッフはそう言いながら、やや青ざめた顔をしている。周囲では他の医師たちも、患者の症状を聞いては声を上げ、外科医が足りない。この分野の専門医が不在なんだ。と嘆いているのがわかる。どうやら、かなり厄介な症例らしい。やがて院長が現れ、病院内の医師たちに指示を飛ばすのだが、今ここにいる外科医では対応が難しい。専門医を呼べたとしても時間がかかる。という声が次々と上がり、どうにも打開策が見えないようだ。その時、ふと視界の端に見覚えのある姿が映った。同級生でここに勤めている医師の三浦だ。普段は威張った態度を見せる彼だが、今はかなり追い詰められた様子で、院長に向かって言い訳するように言葉を吐き出している。こんな難しいオペ、俺には無理ですよ。専門分野じゃないですし、下手に手を出せば取り返しがつかない。どうにか外部の先生を呼べないんですか？三浦が院長にそう詰め寄ったとき、周囲からは患者の状態を説明する声が飛び交っていた。断片的に聞こえてくる内容をまとめると、どうやら大きな交通事故に遭った男性が搬送されてきたらしい。しかも、胸部に鋭い衝撃を受けており、あばら骨の骨折だけでなく、心臓や大動脈周辺にもダメージが及んでいる可能性が高いという嫌な見立てだった。胸部大動脈瘤の破裂にも匹敵するレベルの危険度だそうです。もし動脈が損傷していたら、すぐに止血できなければかなりまずいことに。だが、この病院には心臓血管外科を専門とする医師が常駐しておらず、術式自体もかなり高度なものになるため、簡単に手を出せる領域ではない。三浦自身は一応外科医だが、こういった高度な心臓や大動脈を扱う緊急オペの経験は乏しいようで、完全に尻込みしているのが見て取れた。だから、俺じゃ無理なんですってば。胸を開くのだって専門外なんです。間違いなく血管外科の専門医が必要だし、そもそもこんな体勢で手術なんて、俺はごめんですよ。苛立ち混じりに声を荒げる三浦を前に、院長はやや困惑しながら、確かにその通りだが、とうめくように同意を示す。スタッフたちもどうすればいいかわからず戸惑う中、俺はそのやりとりを見ながら、ある選択肢を思い浮かべていた。ここでは対応できないかもしれないが、近くの大学病院には最先端の医療ロボットが導入されている。機器さえあれば、高度な血管外科の手技もサポートできる可能性がある。そう考え、思わず院長の方に駆け寄った。院長、もしよければ提案があるんですが。すると、三浦が迷惑そうに振り向き、はぁ？またお前か？一般人は引っ込んでろよ。今お前を相手してる暇はないんだよ。と、煩わしそうに吐き捨てる。だが、この状況で黙っているわけにはいかない。胸部大動脈に関わる損傷は、当然専門医が必要ですよね。けど、桜大学病院に最新鋭の医療ロボットがあるはずです。それを使えば、血管外科の金田先生がロボットを介して正確な手技を行える可能性が高い。少なくとも、ここで手をこまねいているよりはマシだと思うんです。そう言うと、三浦はあからさまに嘲笑うような表情を浮かべた。医者でもないお前が何分かった風なこと言ってんだ？そんな簡単にことが運ぶわけないだろ。そもそも、金田先生は一流の腕前で、手術なんか数ヶ月待ちが当たり前だ。緊急オペを引き受けるわけがないじゃないか。院長は苦い顔をしながら、確かに、金田先生は海外からも患者が押し寄せる腕利きだ。そこをどう説得するか。と首をかしげる。俺は意を決して一歩前へ出た。
ちょっと待ってください。今、聞いてみますので。そう言うや否や、俺はスマホを取り出して、素早く連絡先を探し始める。三浦は、こいつ何してるんだと、呆れ顔で俺を見ているが、ここで止めるわけにはいかない。周囲のスタッフも不思議そうに視線を送る中、俺は金田先生の直通番号を呼び出し、通話ボタンを押した。数秒後、小さく、もしもしと声が聞こえる。俺は急いで要点を伝えた。金田先生、緊急で胸部大動脈を損傷した患者が、こちらの病院に搬送されてるんです。ロボットを使った手術をお願いしたいんですが、先生の都合は。俺のやりとりをただ見つめていた三浦は、半ば呆れ顔で、金田先生がそんな簡単に OK するわけないだろう、と、口の端で笑っている。だが、その横で工場の従業員である大輔が、いやいや、ご存知ないんですかと割って入るように言った。工場長は、金田先生とはかなり仲がいいんですよ。それを聞いた三浦は目を丸くし、はぁと声を漏らす。院長も、本当なのかと、驚いたようにこちらを見ている。スタッフたちも、金田先生とと、口々に小さく騒ぎ出す。タイミングを測ったかのように、俺のスマホから声が聞こえた。わかりました。すぐに手術室を準備させます。オペは僕が担当しますから、今から患者さんを搬送できますか？金田先生からの信じられないほど迅速かつ好意的な返事だ。俺は安堵の息をつくと、大きな声ではっきりと院長に伝えた。院長、今からオペ OK だそうです。急いで患者を搬送すればなんとかなります。なんと。院長は一瞬目を見開いたまま固まるが、すぐに、よし、みんな搬送の準備を、と周囲に指示を飛ばし始める。看護師やスタッフが了解と応じ、バタバタと緊急搬送の段取りを整え始めた。三浦先生、悪いが付き添いも頼む。患者の初期対応だけでも一緒にやってくれ。院長が三浦に声をかけると、三浦はなおも浮かぬ表情のまま、わかりましたよ。と、しぶしぶうなずく。大騒ぎの廊下を横切り、ストレッチャーが慌ただしく動いていくのを見送った。その時、ふと横に立っていた香織さんと視線が合う。彼女は声を発することなく小さくうなずいた。緊急の事態でも、ここでできることを全力でやろう。その思いを共有したように感じ、俺もまた強くうなずき返す。それから数時間後、俺は病院の談話スペースで待機していた。患者さんが無事に運び込まれ、金田先生による手術が始まるはずだ。そして、しばらく後に結果が連絡されるのをここで待とうと思った。香織さんも同じ思いだったのか、俺と一緒に控えめなカフェスペースで缶コーヒーを手にしている。大丈夫ですよ。金田先生は相当腕がいいですから。俺が保証します。俺が声をかけると、香織さんは一瞬、寂しそうな目をして小さく笑った。その時、ふと携帯が振動した。画面を見ると、桜大学病院のスタッフからの連絡だ。金田先生のオペ、無事終わりました。患者さんなんとか危機を乗り越えられそうです。今は集中治療室にいますが、しっかり安定してきていますよ。その言葉に胸をなで下ろす。すぐ隣で様子を伺う香織さんに向かって、俺はサインを送るように微笑み、電話を切った。そして落ち着いた声で伝える。無事成功だそうです。オペは終わって、今は安定してきているみたいです。本当、よかった。香織さんの方からすっと緊張が消え、目尻にほんのりと涙が浮かんでいるように見えた。俺も思わず力が抜けて、椅子の背もたれに体を預ける。やっぱり、金田先生はすごいですよね。うん、すごい人ですよ。先生があのロボットを使ってくれるなら、きっと助けられるって信じてた。電話を終えて一段落ついたところへ、院長の姿が見えた。背後にはスタッフたちがいて、全員ほっとした表情を浮かべている。院長は早足でこちらに来ると、そのまま俺に向かって深々と頭を下げた。高橋くん、本当にありがとう。君の提案がなければあの患者さんは。いや、助かったのも金田先生のおかげだとはいえ、君が動いてくれなければ、大学病院側にこのタイミングで連絡を取ることすらできなかった。いえ、俺はただ情報を持っていただけです。実際に手術をしてくれたのは金田先生やスタッフの方々ですから。院長はかすかに笑みを浮かべて首を振る。スタッフたちも、いやいや、高橋さんがいなかったら、と口々に感謝を口にする。その時、誰かが、ああ、そういえば、金田先生からメッセージが届いてますよ、と院長に声をかけた。メッセージ？ええ、手術は成功した。
ロボットの開発者さんが近くにいるなら、僕からの感謝を伝えてくれ、だそうです。院長は思わず、開発者と首をかしげる。その瞬間、周囲のスタッフも、開発者と顔を見合わせ始める。なぜ金田先生がそんな言葉を口にしたのか、誰もが不思議に思っているようだ。俺は少し恥ずかしさを覚えながらも、ここで黙っているわけにはいかないと思った。ちょうど院長と視線があったところで、意を決して口を開く。実は、あの医療ロボットの開発に俺も深く携わっていました。特許をいくつか持っていて、金田先生とはその縁でずっと交流があったんです。自分からそう打ち明けると、院長をはじめ、看護師や事務スタッフたちが一瞬にして目を見開く。少し離れたところで聞いていた三浦までもが衝撃を隠せないようだ。彼らの驚きは無理もない。町工場の工場長を名乗る俺が、まさか最新鋭の医療ロボットに関わっていた、などとは夢にも思わなかったのだろう。まさか、君がそんな特許を持っているなんて、最先端の医療機器の開発者だなんて、想像もしていなかった。院長は戸惑いながらも、その声には畏敬の念が混ざっている。看護師たちやスタッフも、こそこそと、あのロボットって海外でも有名なやつだよね。信じられない。と、口々に囁いているのが耳に入った。そんな光景を目の当たりにしていると、正直なところ少し照れくさい。でも、ここで黙っていては、かえって相手の混乱を招くと思い、俺は意を決して過去のことを語り始めた。実を言うと、俺は一時期本気で医者を目指していた。幼い頃から親の工場を継ぐのが当然だと思っていたけれど、高校生の頃に家族の病気を間近で見たことで、人の命を救う仕事に強く惹かれるようになったんだ。しかし、家庭の事情もあって、医大へ進むための資金は用意できず、結果的にはその道を断念せざるを得なかった。周囲に貧乏だから諦めるしかないんだろうと散々言われた時期もあったけど、俺はどうしても医療に関わりたいという気持ちを捨てられなかったんだ。けれど、資格や学歴がない以上、臨床の現場で直接人を助けることは難しい。ならば、別のアプローチはないかと考えた末、工場を継ぎながらも医療機器の開発に携わる道を模索し始めた。その過程で出会ったのが、金田先生だった。彼は、俺のような医者になれなかった技術者にも偏見を持たず、君の技術があれば医療はもっと進化する、と言ってくれた。彼の激励と実地のアドバイスがあったからこそ、俺はロボットの機構や制御プログラムの一部を任されるまでに至った。大量の失敗と試行錯誤を経て、なんとか実用に耐えうるモデルが完成した時は、まるで医学部に合格した時以上の喜びを感じたのを覚えている。まあもっとも、医学部の方はお金が足りなくて通うことはできなかったのだが、そうして開発したロボットの特許の一部を俺は所有している。とはいえ、大企業や研究機関が共同で生み出した成果であって、決して俺一人の手柄じゃない。だけど、別の形で人を救う手段は確かにここにあると実感できた。それが医者になる夢を諦めた俺にとって、どれほど大きな救いになったかは言葉では表せない。だからこそ、目の前で緊急事態が起きているのに、黙って見過ごすなんてできなかったんです。自分が直接メスを握ることはできない。けれど、俺の工場と研究開発チームが生み出した医療ロボットがあれば、一人の命をつなげる可能性があるかもしれない。それを知りながら何もしないなんて、きっと一生後悔すると思いました。そう締めくくって、俺はふーっと長く息を吐く。すると、院長が神妙な面持ちでうなずきながら、一歩こちらへ歩み寄ってくる。いや、本当に見事だ。患者さんが助かったのは、間違いなくあなたのおかげです。私たちは専門医がいないことで諦めかけていた。だがあなたは諦めずに最善を探し出してくれた。心から感謝します。そう言って、深々と頭を下げる院長。その背後で、スタッフたちや看護師たちは簡単の表情を浮かべ、誰かが小さく拍手を始めたのをきっかけに、ほんのり温かい空気が広がる。俺は、そんな大げさですよ、と苦笑いを返したが、院長はかぶりを振りながら言う。いえ、患者の命が救われたのは、あなたが自分の知識と技術を惜しみなく提供してくれたからだ。それは揺るぎない事実だよ。控えめだった拍手が少しずつ大きくなるのがわかる。ちらりと視線を横に移すと、香織さんがわずかに目を潤ませながら俺の方を見つめていた。
俺が小さく微笑んでうなずくと、彼女もかすかに笑い返してくれた。その一方で、三浦は罰が悪そうに肩をすくめ、剣のある表情を浮かべている。先ほどから黙りこくっていたが、ついにこらえきれなかったのか、ぽつりと嫌みめいた口調で言った。まあ、たまたま運が良かっただけじゃないのか？医療ロボットだってどこまで信用できるか。周囲の空気がわずかに凍りつく。院長は眉を寄せ、三浦を横目で睨むように見ると、落ち着いた声で諭し始めた。三浦先生、あなたは患者にとっての最善の道を自分の不安やプライドで遮ろうとしてはいなかったか？残念だけれど、今回の件で学ぶべきことは多いはずだ。けなすのではなく、自分に足りないものを素直に認める姿勢を持つのが、本当のプロフェッショナルなんじゃないかね。それに、貧乏だとか、医者ではないとか、そんな理由で彼を見下すなんて情けない。普段から患者さんへの態度や周囲への物言いにも苦情が相次いでいる。君が医師として胸を張れるようにするためには、まずは人として学ぶべきことが多いんじゃないのか？三浦は一瞬うろたえたような目をしたが、さすがに院長の言葉には逆らいようがないらしい。ぎこちなく唇を噛んでから小声でつぶやくように言った。すみませんでした。その答えを聞き届けると、院長は三浦に向けた険しい表情を少しだけ緩め、それでいい、と短くつぶやいた。急転直下の出来事から数日が過ぎ、患者さんは大学病院の集中治療室で安定期を迎えていると知らせが入った。あの手術はかなり大掛かりだったようだが、金田先生曰く、ロボットの機能が十分に発揮されたおかげで、最善の結果を得られた。とのこと。つまりは、俺が関わった技術が少なからず役に立ったわけで、それを思うと嬉しさと誇らしさがこみ上げてきた。一方、あの一件が大きく影響したのか、三浦は院長から態度を改めるように、と厳重注意を受け、患者対応においても厳しい監督体制に置かれることになったらしい。もともと、病院のクレーム窓口に威圧的すぎる、無神経な発言が多いといった苦情がたびたび寄せられていたそうだが、今回の騒動を機に、それが一気に表面化したというわけだ。院長は、ある日の朝礼で三浦をみんなの前に立たせ、いい加減医師である前に、一人の人間としての姿勢を改めなさい。患者さんの苦しみに寄り添おうとせず、自分のプライドばかりを振りかざすのは言語道断だ。と、容赦なく叱責した。これがかなり答えたらしい。そのまま、三浦は定期的な接遇研修の受講と、しばらくの間は他の医師や看護師が立ち会う形での診療を義務付けられ、さらに患者からのフィードバックを随時チェックされることになったらしい。そんなある日、病院の廊下で偶然三浦と顔を合わせた。気まずい空気になるかと思いきや、彼は疲れ切った表情のまま立ち止まり、ぎこちなくこちらを向いてきた。お前には悪かった。いろいろと言い過ぎた。ましてや患者が助かったのはお前のおかげだっていうのに。今回痛感したよ。患者を救う方法は一つじゃないし、俺のプライドなんかよりずっと大事なものがあるって。謝って許されることじゃないけど、本当に。今回俺、自分の小ささが身に染みたよ。そう言いながら、彼は院長からの日々の叱責や監督体制を想起しているのか、苦々しそうに目を伏せる。だが、これほど素直に頭を下げる三浦を見たのは初めてで、俺としても意地悪く責める気にはなれない。俺に謝ることなんてもう十分だから、あとは患者さんへの態度を変えてみせるだけだな。そっちの方がよっぽど大事だろう。促すように言うと、三浦は少し口元を曲げた。苦笑いなのか、悔しさの混じった笑いなのか、それはわからない。でも少なくとも、俺への嫌味を口にする雰囲気は、みじんも感じられない。頑張れよ、三浦。俺も今の立場で人を助ける道を探し続けるからさ。心の中でそうつぶやきながら、俺は廊下の奥で背中を見せて去っていく三浦の後ろ姿を見送った。結局のところ、人はどんな形でも成長できる可能性を秘めている、と俺は信じたい。医者である前に、一人の人間として三浦が学んでくれれば、それだけで今回の出来事に意味がある、と感じるのだった。香織さんとはその後も連絡を取り合っている。病院の廊下ですれ違う時はもちろん、工場の方にも顔を出したいと言ってくれるようになった。ある日、二人で近くのカフェに寄った時、彼女はふと真剣な表情で切り出す。ねえ、高橋さん。もし可能なら、病院の方であの医療ロボットを導入できないか検討したいんです。
父とも話してみたら、前向きに検討したいって言ってくれたんですけど、やっぱり費用や運用の問題がありますよね。だから、高橋さんが持ってるノウハウを教えてほしいんです。カップに口をつけながら、俺は少し考える。医療ロボットの普及は喜ばしいが、費用や設置の手間、スタッフのトレーニングなど課題は多い。それをサポートできるのかどうか。俺一人でどうにかなる話ではないが、町工場としての技術協力や開発元のメーカーに働きかけることはできるだろう。ぜひ協力しますよ。費用面や運用のノウハウは一度メーカーさんと話す必要がありますが、俺でよければ間に入って調整してみます。病院と工場、そしてメーカーが連携すれば、地域にとっても大きなメリットになるんじゃないですか？本当ですか？ありがとうございます。私もあの時の患者さんが助かったのを見て、こういう最先端の技術を町の病院でも使えるようにしたいって強く思ったんです。だって、もし今後同じような緊急事態が起きた時に、毎回大学病院まで搬送しなくちゃいけないのは大変ですから。それからしばらくの月日が経ち、香織さんの病院には無事に医療ロボットが導入された。行政や企業からの補助を取り付けるまでの道のりは、決して平坦ではなかったものの、院長の患者のために最善を尽くすという信念と、香織さんが病院内外へ粘り強く説得を続けたおかげだ。俺もメーカーとの打ち合わせやコスト試算資料の作成など、できる限りの技術協力を続けた。正式に導入が決まった日、町工場の従業員たちはみんな自分のことのように喜んでくれた。工場長、本当にやったな。俺たちの技術が地域の医療に貢献できるなんて最高じゃないですか。いつもは武骨に金属を削ってばかりの彼らの笑顔を見ていると、俺も胸が熱くなった。病院に新しい医療ロボットが搬送され、手術室の改装も無事に一段落ついたある日のこと。工場がいつも通り金属を削る音で賑わう中、入り口の扉をコンコンと軽く叩く音が響いた。こんにちは。今日は改めてご挨拶に伺いました。ドアの向こうに立っていたのは、白衣の上にコートを羽織った香織さん。それを見つけた従業員たちは、一瞬で作業の手を止め、目を丸くする。うわ、病院の令嬢さんがご来訪とは。美人なお客様が来るって知ってりゃ、もうちょっと工場を掃除しておけばよかったな。彼らは、照れ隠しのように冗談交じりの声を上げつつ、わさわさと香織さんを取り囲んだ。彼女は少し恥ずかしそうに微笑みながら、深々と頭を下げる。皆さん、本当に素晴らしい医療機器を作ってくださってありがとうございます。新しいロボットが導入されたおかげで、うちの病院も医療の幅がずっと広がりそうです。父も皆さんの技術と熱意には感謝しきれないと申しておりました。その言葉に工場の面々は、いやいや、俺たちはただパーツを作ってるだけで。お礼を言われるのは照れますな、などと戸惑い気味に笑う。しかし次の瞬間、彼らの視線が一斉に俺へ向いた。でもまあ、うちの工場長と香織さんの仲もすっかりいい感じじゃないですか。おいおい、まさか付き合ってるんじゃないの？工場長も病院まで行き来してるしな。怪しいな。お前ら、もうやめろって。顔が熱くなるのを感じながら、俺は慌てて静止する。香織さんも、ああ、と小さく声を漏らし、ほんのり頬を染めて目を伏せた。からかいの声は止まるどころか、ひそひそ声に変わり、ますます盛り上がっていく気がする。それじゃあ皆さん、お忙しいところ失礼しました。どうか、引き続きよろしくお願いしますね。そう言い残して、香織さんは工場の奥にいた俺の方へ視線をやった。息をつく間もなく、俺は、じゃあ、ちょっと外で話そうか、と言って彼女を促し、工場のスタッフの好奇の目から逃れるように裏口へ向かう。外に出ると、さっきまでのざわつきが嘘のように静かで、ふわりとした風が肌を撫でた。俺が、ごめん、みんなああいうの好きだから、と苦笑いを浮かべると、香織さんは控えめに首を横に振る。いえ、こちらこそ、妙に意識しちゃってすみません。相変わらず楽しそうな雰囲気ですね。実は最近、私も病院のスタッフと気軽におしゃべりできるようになってきたんです。前までは院長の娘ってことで固くなっていたんですけど、みんながいろいろ話しかけてくれるようになって、それもきっと高橋さんからのアドバイスがあったおかげです。そう言いながら、彼女はそっと俺の袖をつかむ。ドキリと胸が高鳴る。曇りのない瞳でまっすぐこちらを見上げながら、香織さんは小さく微笑んだ。だから、本当にありがとう。高橋さんがいなかったら、
きっと私は今も一人で気負っていたと思います。さっきまでの従業員たちの冷やかしを思い出してしまい、俺は顔が熱くなるのを自覚する。けれど、香織さんの指先が俺の袖を離すことはなく、むしろ少しだけ強くその生地を握りしめた。こちらこそ、香織さんには本当に色々助けられてる。いつもありがとな。それ以上言葉が出てこない。照れを隠すように視線をそらす俺に、香織さんが小さく、ふふっと笑った気配がした。工場のガタガタという機械音が遠くから聞こえる中、俺たちはしばし言葉も交わさず並んで立っていた。けれど、袖をつかむ香織さんの温かさは何よりも雄弁にこれからを感じさせてくれる。やがて、控えめな風が白衣の裾を揺らす。彼女はそろそろ病院へ戻る時間なのだろう。それでも、ほんの少しだけ名残惜しそうな様子で、香織さんは微笑みを返す。じゃあ、また連絡しますね。手術室のロボットや新しいプロジェクトのことで相談したいこともあるし、もしよかったら、その時は工場だけじゃなく、一緒に食事とか行けたら。静かに流れる空気が俺たちの距離をほんのわずか縮める。ええ、もちろん。と短く答えた俺の声は少しだけ上ずっていたかもしれない。背景や肩書きが違っても、互いが力を合わせれば大きな壁を越えられる。大切なのは仲間を信じることと自分の弱さも認めること。周囲を見下すより手を取り合って生かし合う方がずっと大きな結果を生む。俺たちが作るパーツ一つ一つが命をつなぐと思えば、その積み重ねが見えない未来を支えているという実感が湧いてくる。結局、誰もが誰かを支える存在になれるんだ。だからこそ、俺はこれからも彼女や仲間と共に新たな希望を生み出し続けたいと思う。このラインが止まれば、損失は1億円を超える。責任を取れ。社長の怒声が制御室内に響き渡る。俺はドアの脇で、その光景をただ黙って見ていた。冴えない工場の片隅で働く高卒の俺。学歴も特筆すべき資格もない俺が頼りにされる唯一の理由は、この旧式ラインを動かし続ける技術を持っているからだった。そして今、ラインを止めてしまったのは、先週から配属された社長令嬢。短い黒髪と端正な顔立ちの彼女は、本社から左遷されてきたという噂だった。彼女の目から大粒の涙がこぼれ落ちるのを見て、俺は思わず前に出た。少し見せてもらっていいですか？俺の声にみんなの視線が集まる。震える彼女から話を聞きながら、俺は頭の中で旧式システムの構造図を思い描いていた。この古い機械たちと長年付き合ってきたからこそわかる解決策があった。このパネルの裏側にサブコントローラーがあるんです。これは初期設計時の非常用バイパスシステムです。専門用語に周囲が困惑する中、俺は手早く作業を進めた。そして緑のランプが点灯し、ラインが再び動き出す。社長令嬢が信じられない表情で俺を見つめていた。彼女の瞳には涙の跡が残っていた。あなた、一体何者なんですか？この出会いが俺たちと会社の運命を変えること、その時はまだ誰も知らなかった。朝日が昇り始める頃に、桜製造の工場の鉄の扉を開けるのは、いつも俺だった。大雪白人、32歳。学歴は高卒。特筆すべき資格もない。そんな俺が、この工場で唯一頼りにされている理由は、旧式ラインを動かし続ける技術を持っているからだった。俺が働いている桜製造は、感動ホールディングスという大企業の傘下にある子会社だ。前身は地元密着の町工場だったが、十数年前に吸収合併された。工場内の主力は旧式ラインと呼ばれる生産設備だ。最新のラインとは比べ物にならないくらい古い。導入されたのは30年以上前。今じゃ部品すら生産終了しているものがほとんどで、故障が起きれば俺が自分で修理するか、廃工場から部品を漁ってくるしかない。効率も良くはない。新型ラインなら1日で製造できる量を3日かけてようやく生産する。俺がメンテナンスしなければ不良品の発生率が高くなり、消費電力の無駄も多くなる。それでも、この旧式ラインにはいいところがある。何より柔軟性が高い。小ロット多品種の生産には向いているし、
ちょっとした調整で様々な製品に対応できる。新型ラインみたいに製品ごとに金型を一から作り直す必要もない。何より維持費が安い。初期投資を回収済みの機械ばかりだから人件費と電気代だけで稼働できる。桜製造は今赤字続きだ。新しい設備が入れば効率は上がるだろうが、投資回収までに何年かかるかわからない。おはようございます、大雪さん。今日も早いですね。守衛さんが声をかけてくる。おはようございます。機械たちが静かに話す時間ですから。守衛さんは笑う。俺がこの老朽化した機械たちに人格を見出していること、工場の誰もが知っていた。変わり者扱いされることも多いが、気にしたことはない。工場内に入ると、そこには30年以上も前から稼働している生産ラインが並んでいた。金属の光沢は失われ、至るところに補修の跡が見える。社内ではガラクタラインとも呼ばれるが、俺にとっては宝だ。おはよう。誰もいない工場で機械たちに語りかける。おかしいと思われるかもしれないが、こうすることで機械たちの微妙な変化に気づくことができるのだ。工具箱を開け、まずは全ラインの点検を始める。使い込まれた工具たちが手に馴染む。3番ラインのベルトコンベアがかすかに異音を立てている。普通なら聞き逃してしまうほどの小さな音だが、俺の耳には雷鳴のように響く。そうか、ここか。ベルトの下に潜り込み、調整ネジを4分の1回転だけ緩める。すると、嘘のように音が消えた。これで今日も一日頑張れるな。点検を終え、作業着のポケットから取り出した布で手を拭った。休憩室へ向かいながら、窓から見える空を見上げる。おう、ユキ。朝からぼーっとして何してる？背後から突然声が飛んできた。振り返ると、朱雀糸さんがスマートフォンを片手に立っていた。桜製造の社長である朱雀さんはいつも高価そうなスーツに身を包み、どこか余裕のない表情をしている。おはようございます、朱雀さん。いつも通り点検をしていました。俺は丁寧に答えるが、朱雀さんは眉を潜める。あんなガラクタライン、点検するだけ無駄だ。あのラインにはコストがかかりすぎている。部品の調達難易度も、設備投資に対する収益性も、数字で見れば明らかだ。でも、朱雀さん、このラインはまだ十分に。十分？四半期の収支報告書を見たか？利益率は本社基準を下回っている。このままでは我々の部門予算が削られることになるぞ。でも、このラインは実績があります。小ロット生産に向いていて、製品の切り替えも迅速にできます。実際、安定稼働していて、不良率も低く抑えられています。俺は静かに、だが芯の通った声で言った。朱雀さんは冷ややかに俺を見下ろす。おう、ユキ。お前は何を勘違いしているんだ？高卒のお前に経営の何がわかる？大学で経営をしっかり学んだ俺と、何の資格も持っていないお前とじゃ、見える景色が違うんだよ。朱雀さんがあざけるような笑みを浮かべる。俺の学歴のことは工場の誰もが知っていた。高校の時に父が亡くなり、大学に行くお金がなくて、高校卒業と同時に働き始めたこと。そして、それが今でも俺のコンプレックスであることも。言い返したい言葉はあった。でも、喉の奥で止まってしまう。確かに俺は経営学を学んだわけじゃない。数字の分析だって朱雀さんほど詳しくはない。朱雀さんは俺の沈黙を見てさらに追い打ちをかける。言い返せないのなら指示に従え。お前のようなガラクタ係は考えるより働くことだ。それが会社のためだ。そう言い捨て、朱雀さんはきびすを返した。高級な革靴の音が廊下に響き、やがて遠ざかっていく。残されたのは重い沈黙と俺の胸の中で燃える悔しさだけ。くそ、なんで言い返せなかったんだよ。誰もいない作業場に戻り、拳を固く握りしめる。壁に叩きつけたい衝動を一生懸命に抑えた。自分自身に対する怒りがこみ上げてくる。このラインには価値がある。俺にはそれがわかる。でも、どう証明すればいいのかわからない。作業着のポケットから古いハンカチを取り出す。父の形見だ。父も俺と同じように工場で働いていた。口癖のように言っていたのが、学歴じゃない、地でもない。大事なのは
目の前のものに対する愛情と理解だ。という言葉。ハンカチを胸ポケットにしまった。深呼吸をして3番ラインの前に立つ。誰もいない工場で俺は機械に語りかける。すまなかったな。スザクさんの言うことは気にするな。お前たちがどれだけ価値があるか俺は知ってる。必ず証明してみせるから。手で優しく機械の側面を撫でる。どんなに馬鹿にされてもこの機械たちを守り続ける。それが俺の仕事であり誇りだった。さあ、今日も一日よろしく頼むぞ。窓の外では朝日が昇っていた。ある日、俺が朝一番のメンテナンスを終え、タイムカードを押そうとした時だった。工場の入り口付近で、いつもとは違う空気を感じた。あれ誰だろう？知らないよ。本社からじゃないか？あんな綺麗な人がなんでうちに？同僚たちの小声が飛び交う。俺も思わず視線を向けた。そこに立っていたのは、俺たちとは明らかに場違いな雰囲気を持つ女性だった。短い黒髪は柔らかそうな質感で光を反射している。洗練された黒のスーツは高級仕立てだと一目で分かった。だが、その完璧な外見とは裏腹に、彼女の表情は不安げで、手に持つ書類を無意識に丸めそうになるほど強く握りしめていた。どうやら本社からの新人らしいぜ。あそこ見ろよ。総務部長が頭を下げまくってる。金山玲香さんだって。金山ってあの金山？本社の社長の？でも社長の娘さんがなんで？左遷らしいぞ。本社の人事部の知り合いから聞いた。仕事ができないから現場に飛ばされたんだと。噂が広がるスピードは生産ラインより速い。俺は半信半疑で彼女をもう一度見た。でもなんでわざわざうちみたいな地方の小さな工場に？本社の別部署じゃダメなのか？社長令嬢だからこそ目立たないところに置きたいんじゃないか？失敗しても影響が少ないようにって配慮かもな。その時、玲香さんが俺たちの方を見た。一瞬目が合い、慌てて俺は視線をそらした。彼女は小さく会釈して、総務部長と共にスザクさんの部屋へと消えていった。俺はメンテナンスツールを手に取り、再び機械の元へ戻った。しかし、玲香さんの儚げな表情が胸に焼き付いて離れなかった。玲香さんが桜製造に来てから4日目の昼、けたたましい警報音が工場内に響き渡った。俺は手を止め、何が起きたのか確認しようと顔を上げる。ラインが止まった！ 2 番ラインが完全停止だ！誰かの叫び声に続いて、工場内が一気に騒然となった。2番ラインは今週の大口納品を担当している最重要ラインだ。俺は急いで制御室へと走った。何があったんだ？制御室に駆け込むと、そこにはパニック状態のオペレーターたちと顔面蒼白になった玲香さんの姿があった。私、データを確認しようとして、経理データを抽出するためにメインコンソールを操作していたら、システムがフリーズして再起動しようとしたら、玲香さんの声は震えていて、何を言っているのか聞き取りづらかった。そこにスザクさんが血相を変えて駆け込んできた。どういうことだ？何が起きた？スザクさんの声は、普段の2倍は大きく響いた。2番ラインが完全停止しました。システムがロックされてしまい、セーフティープロトコルが発動しています。原因はメインサーバーとの同期エラーのようです。復旧の見込みは？わかりません。安全プロトコルが作動してしまい、システムを初期化する必要があるかもしれません。初期化？それは24時間以上かかるぞ。クライアントへの納期に間に合わないじゃないか。スザクさんが絶句する。このままじゃ、違約金が発生する。信用問題だ。恐ろしい言葉が社員たちの間を次々と飛び交う中、スザクさんが氷のような視線を玲香さんに向けた。あんただな！何をした？スザクさんが玲香さんに詰め寄る。指を刺された玲香さんは顔から血の気が引いていった。私、ただデータを確認しようとして、システムがフリーズしたので再起動しようと。素人が勝手に触るからだ。誰が許可した？スザクさんは怒りに震えていた。わかっているのか？これが意味すること。このラインが24時間止まれば損失は1億円を超える。原材料のロスに人件費、違約金、信用の失墜。全部合わせたらそれ以上だ。スザクさんは
制御室にいる全員に聞こえるように声を張り上げた。麗華さんの肩が小刻みに震えている。私。金山社長の娘だからって特別扱いはしない。責任を取れ。朱雀さんの声は容赦なかった。麗華さんの目から大粒の涙がこぼれ落ちた。彼女の瞳は恐怖と絶望で満ちていて、唇が震えている。そんな重苦しい空気の中、俺は制御パネルに目をやった。何か少しでも助けになることはないだろうか。ちょっと見せてもらっていいですか？自分でも意外なほど落ち着いた声が出た。全員の視線が一斉に俺に集まる。おー、ユキ、お前に何ができる？朱雀さんの声には苛立ちが混じっていた。はい、このシステム、前にも似たような症状を見たことがあります。俺は麗華さんの隣に立ち、制御パネルを見つめた。少し迷った末、麗華さんに優しく尋ねる。どのような順番で操作されましたか？涙で輝く瞳で俺を見上げる麗華さん。彼女は震える声で答えた。経理データを抽出しようとして、メインメニューから生産履歴を選んで、それからコスト分析のサブメニューを。彼女の説明を聞きながら、頭の中で旧式システムの構造図を思い描く。このシステムは20年前のもので、現行のソフトウェアとの互換性に問題があることは知っていた。なるほど。俺は落ち着いて操作パネルに向き合った。まず、緊急停止を解除するための副制御システムにアクセスする。通常のオペレーターは、このバックアップシステムの存在すら知らない。このパネルの裏側にサブコントローラーがあるんです。俺は説明しながらパネルを慎重に外す。中には、埃をかぶった古い基板が見える。これは、初期設計時の非常用バイパスシステムです。メインシステムがロックされても、こちらから安全にラインを制御できます。俺は古い配線をたどりながらメモリースイッチを探す。年季の入った基板に指を滑らせると、そこには小さなディップスイッチが並んでいた。メインシステムがフリーズしたのはおそらく経理データ抽出中にメモリバッファがオーバーフローしたからです。通常なら初期化が必要ですが、このバイパス回路を使えば専門用語に周囲が困惑する中、俺は手早くスイッチを調整する。そして基板上の特定のポイントに小型のジャンパーケーブルを接続し、配列を変更した。このスイッチを切り替えると、最後の稼働状態を呼び出せます。一時的な措置ですが、ラインは再開できるはずです。俺はゆっくりとスイッチを入れた。一瞬の沈黙の後、制御パネルのランプが次々と点灯し始める。社員の一人が信じられないという表情で画面を見つめている。これは前回の稼働状態に戻っている。どうして？古いシステムにはこういった緊急時用のバックドアが組み込まれているんです。設計者が万が一のために残していたんですよ。モニターに緑のランプが点灯し、システムレディの文字が表示される。もう一つ処理が必要です。俺はコンソールのキーボードを操作し、コマンドラインを呼び出した。そこに素早く複雑なコマンドを入力していく。これは強制初期化を避けつつ、バッファメモリをクリアするコマンドです。古いシステムだからこそ、こういった直接的な介入が可能なんです。エンターキーを押すと、画面上にプログレスバーが表示される。周囲のスタッフは、固唾を飲んで見守っている。プログレスバーが 100% に達し、それと同時に、工場内に機械の動き出す音が響いた。2番ラインのコンベアベルトがゆっくりと動き始める。ラインが復旧しました。現場監督が報告する。これで生産は続行できます。ただ、明日のメンテナンス時間にシステムの完全チェックをした方がいいでしょう。今はバイパス回路で動いていますから。俺の言葉に工場内に安堵の息吹が広がる。俺はまだ涙の跡が残る麗華さんを見た。彼女の瞳には先ほどまでの絶望に代わって驚きと安堵の色が浮かんでいた。夕暮れが工場の窓から差し込み始める頃、俺は最後の点検を終えていた。今日はトラブルで残業が長引いたが、結局予定通りの生産量を確保できたことに胸をなで下ろしていた。大雪さん。背後から静かな声がした。振り返ると、そこには麗華さんが立っていた。目元には少し赤みが残っていた。ああ、金山さん、お疲れ様です。こちらこそ、今日は本当にありがとうございました。麗華さんは深々と頭を下げた。
その仕草に少し慌てる。いえ、そんな、大したことじゃないです。いいえ、あなたがいなかったら、工場は丸一日止まっていました。それを数分で解決するなんて。彼女の瞳には、純粋な驚きと尊敬の色が浮かんでいた。あなた一体何者なんですか？どうしてあんなに冷静に対応できるんですか？彼女の問いは率直だった。俺は工具を片付けながら答える。パニックになってもいいことはないですから。それに、古い機械の気持ちがわかるんです。気持ち？はい。長年付き合っていると、機械も人間みたいに、調子のいい日と悪い日があるってわかるんです。今日は単に、不調の原因がはっきりしていただけで、少し冗談めかして言ったつもりだったが、麗華さんの表情が曇った。おゆきさんはすごいですね。それに対して私って、本当にダメ。初日に資料を落としたり、3日目に在庫データを間違えたり、そして今日は、誰でもミスはしますよ。でも私の場合、いつも同じなんです。麗華さんは視線を落とし、自分の手をじっと見つめる。その指先が小刻みに震えていた。私は兄みたいに優秀じゃありません。兄の達之助は、大学首席で MBA 取得して、入社3年目で役員になりました。でも私は、父にも何をやってもダメな子って言われてきました。私が失敗してもやっぱりって顔をするだけ。だから、こんな地方工場に飛ばされたんだと思います。目立たないところで失敗しても大した影響がないように。麗華さんはかすかに笑ったが、その笑顔には何の温かみもなかった。自重的な寂しい笑み。彼女は窓の外に沈みゆく夕日を見つめながら続けた。今日、朱雀さんに怒鳴られた時、頭に浮かんだのは父の顔でした。やっぱりお前はダメだって言われているような。涙がまた彼女の瞳に浮かび上がる。けれど、今度は一生懸命にそれをこらえているようだった。すみません。仕事終わりに引き止めて、変な話までして。麗華さんは慌てて袖で目元を拭った。夕日が彼女の横顔を照らしていた。自信なさげにうつむく姿に胸が締め付けられる感覚がした。俺は静かに言葉を選んだ。そんなことないですよ。金山さんは数字に強いじゃないですか。今回だって経理上の問題点を見抜いていたんでしょ？どうしてわかったの？麗華さんが顔を上げ、俺を見つめる。まだ涙の跡が残る瞳に夕日が映り込み、琥珀色に輝いていた。俺は古びた機械に手を置きながら少し微笑んだ。制御パネルを確認したとき、開いていたのは経理データの抽出画面でした。コスト分析のサブメニューを開いたときに問題が起きた。普通、現場の人間がそんなところまで調べることはないんです。麗華さんの表情が変わった。肩の力が少し抜けていく。大雪さん、気づいていたんですね。何か見つけたんじゃないですか？この LINE の数字に。彼女はためらいがちに言葉を紡ぎ始めた。実は、この LINE のコストパフォーマンスが気になったんです。本社の基準からすると、この LINE の利益率は低いはずなのに、原材料の調達コストと実際の出力を計算し直すと、むしろ効率がいい。でも、公式の報告書には別の数字が載っていて、それで、システムから直接データを確認しようとしたんです。そうだったんですか。でも結局、システムを止めてしまって。再び、うつむきかける麗華さんに、俺は思わず言った。いや、すごいことですよ。他の誰も気づかなかったことに気づいたんですから。本当に？本当です。金山さんは数字を見る目がある。経理のセンスがあるんです。麗華さんの顔にかすかな笑顔が浮かんだ。機械の動く音だけが響く工場で、その笑顔はどこか儚く、そして美しかった。ありがとう、大雪さん。けど、あなたこそ、旧式ラインをあんなにすぐに修理できるなんてすごいです。あのシステムエラーを数分で解決するなんて、普通の人には絶対できないことよ。あなたみたいな人は、もっと評価されるべきですよ。麗華さんの声には、さっきまでとは違う力強さがあった。俺は少し戸惑った。人から褒められることに慣れていなかった。そんな、俺は単に長い間、これらの機械と向き合ってきただけです。俺は古いラインに手を置いた。
金属は夕日を浴びて暖かく感じられた。麗華さんが一歩近づいていった。そうやって向き合える姿勢がすごいんです。私は数字は見えても機械の気持ちはわからない。あなたは機械の心を理解してそれを生かしているんですね。その言葉に俺は胸が熱くなった。これまで誰も俺の仕事をそんな風に表現してくれる人はいなかった。金山さん。麗華でいいわ。さっきから敬語で話してくれてるけど、私より年上でしょ？俺は少し照れて作業着のポケットに手を入れた。じゃあ、麗華。俺もハクトって呼んでほしい。敬語もいらないから。わかったわ、ハクト。ハクトが今日教えてくれたこと、私にとって大きな発見だったわ。数字だけじゃなく、その向こうにある価値を見る目を持たなきゃいけないのね。俺たちの間に流れる空気が変わった。そこには、互いを認め合う尊敬の感情が確かに芽生えていた。麗華、もしよかったら、この LINE のことをもっと説明したい。経理の視点から見たら何か発見があるかもしれない。彼女の瞳が輝いた。ぜひお願い。機械の規則正しい音が俺たちの間に流れていく。窓の外では夕日が沈みかけていた。その週末、みんなが帰った後の工場は静まり返っていた。そんな中で、麗華は数字の書かれたノートを広げていった。ハクト、旧式ラインの数字を分析してみたの。製造原価、メンテナンスコスト、初期投資の原価償却が終わった点を考えると、この古い機械って実はものすごくコスト効率がいいのよ。彼女は指先で表をなぞりながら言った。俺は興味深く彼女の資料を覗き込んだ。電力消費と人件費だけで動いてるからな。新しいラインみたいな初期投資の償却負担がないんだ。そう、私が計算してみたら同じ生産量でも新型ラインより 23% もコストが低いの。麗華の目が輝いた。それから少し身を乗り出していった。ねえハクト、この旧式ラインをもっと増やせたら生産量を倍に増やせるんじゃない？しかも追加投資はほとんどかからずに。俺は少し考え込んだ。確かに理論上はそうだけど、今から同じ機械を見つけるのは難しいぞ。もう製造中止になって30年だからな。そこなのよ。麗華が立ち上がった。先週の経理資料を確認してたら、感動ホールディングスが5年前に閉鎖した東部の工場の固定資産リストを見つけたの。そこに私たちの LINE と同型の機械が4セットあるはずよ。本当か？ほら、ここに。彼女がスマホで写真を見せる。この資料によると、廃棄処分になってたはずだけど。でも、もし捨てられずに残ってるなら。俺と麗華は顔を見合わせた。2日後、俺たちは廃工場に立っていた。雨漏りのする天井、床に散らばるガラスの破片。誰も足を踏み入れない場所で、朽ちかけた機械たちが横たわっていた。これだ！俺は興奮を抑えきれず、埃まみれの機械に駆け寄った。麗華、これが同じシリーズの3番モデルだ。しかも4台もある。彼女も嬉しそうにうなずいた。でも、使えるの？ずいぶんひどい状態だけど。確かにひどかった。錆びついた金属部品、切れた配線、消えたマーキング。一般的には廃棄物以外の何物でもない。でも俺にはわかる。これらはまだ命を吹き返せる。大丈夫だ。俺はツールボックスからレンチを取り出し、メインモーターのハウジングを外す。中の金属部品は外側とは違い、油に守られてほぼ無傷だった。この機械の最大の特徴は、核となる部分が完全に密閉されてることなんだ。外側がどんなに劣化しても心臓部は生きてる。麗華が目を丸くする。本当だ。中はほとんど新品みたい。古い機械はシンプルなんだ。この制御部分を取り外して。俺は手際よく内部の基板を取り外した。これが脳みそ。これさえ生きてれば、あとは体をちょっと直すだけさ。それから数週間、俺たちは秘密裏に作業を進めた。廃工場から運び出した機械は、スザクさんの目に触れないよう、倉庫の隅に運び入れた。俺は錆びた金属を一つずつ磨き、切れた配線をつなぎ直し、割れた部品を自作した代替品で置き換えていった。溶接の火花が飛び散り、旋盤から金属の削りカスが落ちる。汚れた作業着で毎日を過ごす中、麗華も手伝いに来るようになった。ハクト、これどう？最初に A 機と C 機を稼働させれば、
1ヶ月で投資回収できる。メンテナンスコストと電力を計算しても、新ラインより 42% コスト効率がいいわ。レイカはスプレッドシートを見せてくれた。すごいな、レイカ。君は数字に関しては天才だよ。ハクトの方がすごいわよ。こんな錆びついたものから宝物を見つけ出すなんて、普通の人には絶対できないわ。彼女は笑いながら、俺の作業を見つめた。3週間後、俺たちは1台目の機械を試運転させた。埃と油で汚れた作業着のまま、俺はスイッチを入れる。最初はためらいがちに、しかし、確かに機械は動き始めた。古い金属がきしむ音は、次第に滑らかな作動音へと変わっていく。動いた。本当に動いたわ。レイカが小さく跳ねた。2台目、3台目と順に稼働させていくうちに、工場の生産能力は目に見えて向上していった。スザクさんが出張で不在の間に、俺たちは残業という形で、密かに新ラインを構築した。1ヶ月後、工場の生産量は 1.8 倍に増加し、不良品率は 15% 減少していた。それも、追加投資はゼロ。捨てられていた機械と、俺とレイカの努力だけで。これ、すごいことよね。機械は捨てられてたけど、まだこんなに価値があった。誰も気づかなかっただけで。レイカは、新しいラインが整然と動く様子を見ながら言った。その言葉は、俺たち自身のことも語っているように聞こえた。そうだな。見る目を持つ人がいれば、捨てられたものでも宝物になるんだ。俺は、彼女の肩に手を置いた。工場の機械音が心地よく響く中、俺とレイカの顔には、誇らしげな笑みが浮かんでいた。生産の数字が示す成果は明らかで、このままいけば、工場の業績は急回復するだろう。古い機械たちが整然と並び、リズミカルに動く様子には、工場の社員たちも驚きと称賛の目を向けるようになった。特に月末の集計結果が出た時の衝撃は大きかった。旧式ラインの生産効率が予想以上に上昇し、品質管理部からは不良品率が過去最低を記録したとの報告が上がってきた。コスト削減と生産量増加という通常なら両立が難しい目標を同時に達成したのだ。いやあ、あんな古い機械を復活させるなんてさすが大雪だな。おかげで残業も減ったし、みんな助かってるよ。金山さんも数字の分析がすごく的確じゃないか。あの経理レポートのおかげで工程の無駄が省けたよ。お前たちはうちの工場の救世主だ。中年の作業員や生産管理部門の人たちが次々と俺やレイカに声をかけてくる。レイカは照れくさそうに微笑んでいた。そんな和やかな空気の中、急に会議室のドアが開き、スザクさんが現れた。出張から戻ったばかりだという彼の表情はいつになく険しかった。全員会議室に集合。緊急ミーティングだ。その声の冷たさに工場内の空気が一気に凍りついた。全員が会議室に入ると、スザクさんはじろりと俺たちを見回した。そして大型スクリーンに映し出された新しい生産計画表を指さしながら言った。旧式ラインの運用を全面的に停止する。代わりに最新鋭の自動化ラインを導入する。来週から工事を開始し、1ヶ月後には稼働を始める。スザクさんの言葉に会議室に集められた全員が息を飲んだ。現場監督が困惑した表情で手を挙げた。でもスザクさん、今のラインは調子がいいですよ。大雪とレイカさんのおかげで生産性もコストも大幅に改善されてます。スザクさんは冷ややかな笑みを浮かべた。古いものに頼るのは過去の話だ。我々は未来を見据える必要がある。スクリーンが切り替わり、最新鋭の自動化ラインの CG 映像が映し出された。確かに見栄えは良く、光り輝く金属の機械が整然と並ぶ様子は未来的だった。全自動化により人的ミスをゼロに、生産効率は現状の3倍、不良率は 5% 以下を実現する。数字を並べるスザクさんの声には妙な高揚感があった。部屋の隅でレイカと目を合わせる。彼女の眉が心配そうに寄っている。レイカが静かに立ち上がった。スザクさん、すみませんが、どこにそんな予算があるんですか？会議室に緊張が走る。レイカは経理担当でもあるから予算の問題を指摘する資格がある。だが、スザクさんに直接疑問を呈するのは勇気のいることだった。金山、確かに通常の予算編成では厳しい。だが、俺の人脈をもってすれば資金調達など問題ない。実際、特別枠で投資が承認された。
本社からの特別予算とパートナー企業からの協力を取り付けている。朱雀さんは胸を張った。しかし、麗華は引き下がらない。でも、投資回収計画は、現在の旧式ラインでもコスト削減は進んでいて、利益率も改善されています。新ラインの初期投資は少なくとも2億円以上。投資回収期間を考えると、金山、経営判断は社長の俺がやる。お前はただ、言われた通り経理処理をすればいい。朱雀さんが声を高めた。麗華の表情が固まる。それに、大雪が勝手に古い機械を持ち込んだことも問題だ。会社の資産管理規定違反だぞ。俺は思わず立ち上がった。あれは廃棄予定だったものです。ちゃんと資産管理規定の確認もしていて、法的には何の問題もないと分かっていたので、会社の資産を有効活用したまでで、機弁はいい。新しいラインは最先端の IoT 技術を導入し、リアルタイムでの生産管理が可能になる。現在の原始的な方法とは比較にならない品質管理ができるようになるのだ。しかし、現場の作業員の再教育は、そんな高度な機械を扱える人材が。現場監督が心配そうに言いかけた。それも計画済みだ。導入元の会社から専門家を招き、研修を実施する。それまでの間は、彼らの技術者が常駐する。朱雀さんの表情には、妙な自信があった。これはすでに決定事項だ。来週から工事が始まるので、今の設備はすべて撤去する。みんなには新しい機械のための準備をしてもらう。会議室から出るとき、俺は麗華に近づいた。彼女の顔には怒りと困惑が混じっていた。おかしいわ。こんな巨額投資、経理から見れば絶対に赤字になるわ。それにパートナー企業って。彼女は小声で言った。振り返ると、朱雀さんが遠くから俺たちを見つめていた。その目には勝ち誇ったような光が宿っていた。その笑顔の裏に、何か不穏なものを感じずにはいられなかった。新型ラインの導入から2週間が経った。最新鋭の設備は、確かに見た目は素晴らしかった。光り輝くステンレスの外装、タッチパネル式の操作画面、LED が点滅する制御盤。しかし、その美しい外観とは裏腹に、出てくる製品は問題だらけだった。またエラーが出てる！誰かが叫んだ。赤いランプが点滅し、警告音が鳴り響く。新型ラインはその日だけで5回目の停止だった。導入時に朱雀さんが誇らしげに紹介したインテリジェントエラー検出システムは確かに働いていたが、問題を検出するたびに全ラインが停止するため、生産効率は惨憺たるものになっていた。何が起きている？なぜ動かない？大声で叫ぶ朱雀さんの顔は怒りで真っ赤になっていた。ハクト、ちょっといい？麗華が俺を呼び止めた。彼女の手には不良品のサンプルが入った箱があった。彼女が箱を開けると、中には見た目は美しいが、明らかに寸法の合っていない部品が並んでいた。これ、新ラインから出てきたものよ。表面の仕上がりは綺麗なんだけど、交差がプラスマイナス 0.2 ミリのはずが、実測すると、プラスマイナス 1.5 ミリもばらついているの。こんな状態じゃ、組み立て工程で絶対に不良が出るわ。実際、部品の寸法がばらつきすぎて、組み立てができないってクレームが来てる。今日だけで12件目よ。急に製品の品質が落ちたって。それにこれを見て。麗華は眉を潜めながら、スプレッドシートを指さした。新ラインの運用コストを示すグラフが広がっている。このコストとんでもないわ。電力消費量が旧ラインの 3.8 倍。保守契約量が年間で旧ラインの総コストを超える。それに、専門技術者の常駐費用、ソフトウェアライセンス料。特に問題なのは、不良品による損失よ。返品、交換、信用失墜による取引減少。これを計算に入れると、旧ラインの5倍以上のコストになるわ。俺と麗華は顔を見合わせた。状況は最悪だった。外では雨が降り始めていた。工場の窓に雨粒が打ちつける音が聞こえてくる。新型ラインの機械音は時折エラー音に遮られながら不規則なリズムを刻んでいた。かつての調和の取れた機械音はもうどこにも聞こえなかった。数日後、桜製造の会議室には緊張感が充満していた。会議室には本社から急遽派遣された監査部の部長、金山達之助さんが椅子に座っていた。達之助さんは感動ホールディングスの若きエリート。そして、麗華の実の兄だ。彼の前には分厚い報告書が置かれている。
これは一体どういうことですか、朱雀さん。辰之助さんの声は冷静だが、その奥に秘めた怒りが感じられた。彼は報告書のページをめくりながら続けた。わずか1ヶ月で主要取引先からの苦情が83件。うち5社からは取引停止の警告。3社からは損害賠償請求の準備が進められている。説明してください。会議室には重苦しい沈黙が流れた。部屋の隅に座らされていた俺は、隣の麗華の表情を伺った。彼女は兄の登場に明らかに驚いていたが、表情を平静に保とうと努めていた。朱雀さんは喉を鳴らす。申し訳ありません。しかし、この事態には明確な原因があります。あの二人です。彼はゆっくりと立ち上がり、俺たちを指さした。俺と麗華は驚きに目を見開いた。会議室の全員の視線が一斉に俺たちに向けられる。辰之助さんの表情にも一瞬の動揺が走った。彼らは勝手に廃棄予定の機械を工場に持ち込み、非公式な生産ラインを構築しました。そのせいで作業標準が混乱し、現場の統制が取れなくなったのです。そうすることで、新型ラインへの移行プロセスを意図的に妨害しました。特に大雪は持ち前の技術で、新型設備にも再興した形跡があります。朱雀さんはプロジェクターのスイッチを入れると、スライドを指さした。そこには旧式ラインと新型ラインの運用時間を示すグラフがあった。巧妙に加工されたそれは、あたかも新型ライン導入前から品質問題が始まっていたかのように見せていた。何を言って。俺が立ち上がりかけると、朱雀さんは冷たい視線を向けた。黙っていろ。事実は数字が語っている。お前たちが干渉した工程から不良が多発し、品質管理体制が崩壊した。結果として取引先の信頼を失い、損害賠償問題にまで発展したんだ。辰之助さんは眉を潜めながら資料を見つめていた。なるほど。しかし、新型ラインの導入自体に問題はなかったのですか？導入プロセスには多少の問題があったことは認めます。しかし、もし彼らの妨害がなければ、スムーズに移行できたはずです。現に彼らが関わらなかった工程では、問題はほとんど発生していません。朱雀さんは胸を張った。しかし、それは嘘だった。新型ラインは全工程で問題を抱えていた。正直に申し上げると、彼らには会社の将来を考える視点が欠けています。特に大雪は高卒で経営的な判断ができません。古い機械への執着心から会社の近代化に反対し続けてきたのです。朱雀さんの言葉に麗華の拳が小刻みに震える。そして彼女は静かに立ち上がった。朱雀さんの報告は事実と異なります。私と大雪さんは工場の生産性向上のために行動しました。旧式ラインの再生はコスト削減と品質向上をもたらしました。問題が発生したのは新型ラインの導入後です。彼女の声は震えていたが、決意に満ちていた。朱雀さんの顔が怒りで赤くなった。彼女の言葉は信用できません。大雪の影響を受けているのです。辰之助さんは資料に目を落としたまま、しばらく黙っていた。重苦しい沈黙が会議室を満たす。やがて彼はゆっくりと顔を上げた。この問題については、もう少し時間をかけて調査する必要があると思います。朱雀さんは勢いよく立ち上がった。しかし、このままでは取引先との関係が。それについては、私も理解しています。現状を改善するためには、責任の所在を明確にする必要がある。まずは、大雪白人さんの解雇を承認します。会社の判断として妥当でしょう。お兄ちゃん。麗華の声が会議室に響いた。辰之助さんは彼女に厳しい視線を向けた。麗華、これは会社の決定だ。個人的な感情は挟むな。彼の言葉は冷たかった。麗華はなすすべもなく、歯を食いしばってうつむいた。翌朝、俺は簡素な段ボール箱に自分の私物を詰めていた。デスクの上に置かれた解雇通知書には、会社の方針に反する独断的行為という理由が冷たく記されている。工場内は妙に静かだった。同僚たちは俺に目を合わせようとせず、黙々と作業を続けている。俺は最後に古い機械たちに近づき、静かに手を置いた。さようなら。もう会えないかもしれないけど、お前たちのおかげで楽しかったよ。段ボール箱を抱え、工場を後にしようとしたとき、麗華が駆け寄ってきた。ハクト、待って。彼女の手には辞表が握られていた。私も辞めるわ。なんだって？俺は驚いて足を止めた。
でも君の将来は、金山家の娘として、感動ホールディングスでのキャリアは。もういいの。ハクト、私はもうあの頃の自分には戻りたくないの。父や兄の期待に応えられなくて、自分はダメな人間だと思い込んでいた私には。彼女の瞳には強い光があった。初めて会った時の迷いを抱えた女性とは別人のようだ。俺はうなずいた。わかった。じゃあこれからどうする？どうするって、まだ考えてなかったわ。ハクトは？俺も考えてない。俺たちは同時に笑い出した。段ボール箱を抱えた高卒の技術者と大企業の社長令嬢。二人とも職を失い、先の見えない状況。それなのに不思議と心は軽かった。俺たちが退職してから3週間が経っていた。簡素なアパートの一室で、麗華が小さなテーブルに広げた書類を指さす。どう思う？この物件。テーブルには不動産情報や事業計画書が散らばり、壁には付箋が貼られている。俺は物件の写真を見ながら答えた。場所は悪くないな。元印刷工場だから電源設備も整ってる。問題は家賃だが。そこよね。初期投資を抑えるならもう少し郊外の方がいいかもしれないわ。ただ、取引先にアクセスしやすいこの場所には魅力がある。麗華は電卓を叩きながら言った。彼女の手元には綿密に作られた事業計画書があった。何を隠そう。俺たちは二人で会社を起こそうとしているのだ。俺の技術力と麗華の経理の力があればやれるかもしれないという結論に至ったのだ。でも、初期投資がネックね。私の貯金とハクトの退職金を合わせてもまだ足りない。麗華はため息をついた。俺の技術でやれることは多いけど、それでも最低限の設備は必要だからな。俺たちは静かに向き合った。夢は大きかったが、現実は厳しい。それでも、俺たちの目には諦めはなかった。その時、アパートのインターホンが鳴った。誰かしら？麗華が不思議そうに立ち上がる。ドアを開けると、そこには辰之助さんが立っていた。入ってもいいか？辰之助さんの声は静かだった。俺と麗華は驚きの表情を交わした後、辰之助さんを中に招き入れた。辰之助さんはゆっくりと俺が差し出した椅子に座った。彼の目は疲れているように見えた。実は頼みがある。二人とも戻ってきてもらえないだろうか。彼は深々と頭を下げた。部屋に静寂が広がった。俺と麗華は言葉を失い、ただ辰之助さんを見つめていた。お兄ちゃん、どういうこと？麗華が戸惑いの表情で尋ねた。辰之助さんはゆっくりと顔を上げ、眉間に深いシワを寄せた。それから手元の資料を広げた。そこには新型ラインから生産された製品の不良率グラフが折れ線で示されていた。赤い線は右肩上がりに危険なレベルまで上昇している。君たちが桜製造を去った後も新型ラインの不良率が下がる気配がないんだ。1ヶ月が経とうとする今も1日平均で 38% の不良品率。これではもう。彼は言葉を切り大きく息を吐いた。工場は赤字続きで、正直なところ工場閉鎖も選択肢として考えていた。でも君たちが残していった資料を詳しく調べるうちに、古い機械の技術がいかに価値あるものか理解できたんだ。そこで旧式ラインを動かそうとしたんだが、大雪くんがいないとメンテナンスができないと言われた。技術者を何人も呼んだが、誰も古いシステムを理解できなかった。大雪くん、君だけにしかできない古い機械に対応する技術があったことを、君を追い出してからみんな、初めて知ったんだ。彼の声に申し訳なさと後悔の色が混じっていた。調べてみたんだが、桜製造以外でも感動ホールディングス傘下の工場では古い機械が予想以上に使われていた。辰之助さんは別の資料を取り出した。そこには全国の感動ホールディングスの工場リストがあり、旧式機械の分布が色分けされていた。これらをすべて新型に置き換えるコストは莫大だ。だけど、大雪くんの技術があれば、古い機械を延命させるだけでなく、むしろ効率化できる。さらに、その技術は様々な場所で活用できる。半導体工場の一部ラインや食品加工場、さらには医療機器製造のいくつかの工程でも。大雪くん、君の持つ技術は単なる古い機械の修理ではなく、持続可能な製造技術なんだ。
これは今の時代にとても価値のあるものだと気づいた。彼は真剣な表情で俺の目を見つめた。それから視線を麗華に移した。古い機械がまだ使えると分かったのは、大雪くんと、それから麗華のおかげだ。お前の経理分析がなければ、俺たちは気づかなかった。麗華は驚いた表情で兄を見つめた。私の分析？ああ、お前が残していった資料を調べたんだ。そこに記された数字は、まるで宝の地図のようだった。古い機械の真の価値を示す。正確で綿密な分析。あの数字を見たとき、俺は思わず、さすが俺の妹だと、誇らしく思ったよ。達之助さんは微笑んだ。麗華の目が大きく見開かれた。彼女の瞳に涙が光る。お兄ちゃん、信じてくれたの？私の数字を。彼女の言葉に、達之助さんはそっと笑みを浮かべた。それから視線を少し落とし、言葉を選びながら続けた。実は、俺はずっと、お前をどう扱っていいかわからなかったんだ。お前は小さい頃から自分に自信がなさそうだった。父は、麗華はダメな子だと言い続けたけど、俺はそうは思わなかった。ただ、どう接すればいいのかわからなくて、ただ遠くから見守るだけだった。でも今回のことで、お前の本当の才能を見たんだ。そして決めたよ。もう見守るだけじゃなく、一緒に協力していこうって。彼はまっすぐ麗華を見つめた。今まで言えなかったけど、麗華、お前は素晴らしい才能を持っている。経理の才能だけじゃない。人の価値を見出す目も持っている。大雪くんの才能を見抜いたのはお前だ。麗華の方を大粒の涙が伝った。達之助さんは静かに立ち上がり、麗華に近づいた。そっと手を伸ばし、小刻みに震える彼女の肩に置く。ごめん。今までちゃんと言えなくて。その一言で、麗華は立ち上がり、達之助さんに飛び込むように抱きついた。達之助さんの胸で、彼女は子供のように泣いた。達之助さんは、麗華をしっかりと抱きしめた。彼の目にも涙が光っていた。俺は窓の外を見た。二人の和解に胸の奥が温かくなるのを感じていた。しかし、頭の中では別の思いが渦巻いていた。安堵の中にも現実的な懸念が浮かび上がる。俺は静かに二人の方を向いた。達之助さん、一つ気になることがあります。俺たちが会社に復帰することを朱雀さんがよく思わないはずです。俺たちが戻れば、また何かするかもしれません。俺の言葉に部屋の空気が少し引き締まった。達之助さんは深くうなずいた。それは任せてくれ。彼の声には静かだが揺るぎない確信があった。秋晴れの朝、桜製造の工場では達之助さんの指示で全社員が朝礼に集められていた。社員はみんな不安げに互いの顔を見合わせている。達之助さんがみんなの前に立った。彼の横には俺と麗華が立っていた。大雪くんと麗華が正式に復帰することになりました。社員たちの間から小さなどよめきが起こった。驚きや喜びの声、そして複雑な表情など様々な反応が飛び交う。その時、後方から冷たい声が響いた。これは冗談ですよね。そこには朱雀さんが立っていた。彼らを復帰させるなど言語道断です。彼らのせいで工場が混乱したことを忘れたのですか？特に大雪は旧式にこだわるあまり、会社の近代化を妨げた男です。彼を戻すなど時代に逆行する愚行です。朱雀さんは前に進み出て俺を指さした。工場内に緊張が走る。社員たちは固唾を飲んで状況を見守っていた。達之助さんが静かに一歩前に出た。朱雀さん、もうすべてわかっているのですよ。大雪くんと麗華が工場を混乱させたという事実は、あなたが捏造したものです。彼の声は穏やかだったが、その目には鋼のような強さがあった。朱雀さんの顔から血の気が引いた。何を言って。監査部による調査で全てが明らかになっています。達之助さんはポケットから一枚の紙を取り出した。これはあなたが作成した偽の報告書です。大雪さんと麗華に罪をなすりつけるためにデータを改ざんしたことが証明されています。さらに新型ライン導入の裏であなたが設備メーカーから不正なリベートを受け取っていた証拠も出てきました。工場に衝撃が走った。朱雀さんは言葉を失ったように立ち尽くしている。しかし、その沈黙は長くは続かなかった。
スザクさんは顔を怒りで赤く染め、声を絞り出した。バカな！そんな証拠、どこにもないはずだ。これは私に対する陰謀だ。大雪と金山が結託して。その時だった。麗華が、静かに一歩前に出た。スザクさん、事実は数字が語ります。彼女は準備していたファイルを開き、現場監督に手渡した。そこには、綿密に作成された経理分析レポートがあった。これは、私が辞める前に作成していた分析レポートです。旧式ラインの実際の運用コストと収益性を示しています。現場監督はレポートに目を通し、表情が変わった。麗華は続けた。スザクさんが提出した経費報告書と実際の設備購入記録に食い違いがあります。このページをご覧ください。彼女が指さしたのは、設備購入に関する二重帳簿だった。スザクさんの顔から血の気が引いていく。今度は、俺が前に出た。黙って古いツールボックスを開け、中から何枚かの記録用紙を取り出す。これは、旧式ラインの安定稼働データです。俺が毎日記録していた稼働状況と、不良率の推移です。旧式ラインは導入当初に比べ、45% も効率が上がっていました。俺は声を落として説明した。スザクさんの顔が青ざめていく。俺は、もう一枚の資料を差し出した。そして、これが新型ライン導入後の不良品統計です。データロガーから直接抽出したもので改ざんはできません。スザクさんは新型ラインの不良率を 9% と報告していましたが、実際は 38% を超えていました。これを隠すために検査データを書き換えていたんです。俺は静かに言った。工場内は完全な沈黙に包まれた。麗華が最後の資料を取り出した。さらに、これは設備メーカーとの取引記録です。公式には2億円の設備投資となっていますが、実際に支払われたのは5億円。その差額の行方を示す証拠も、ここにあります。その言葉に、スザクさんの膝から力が抜けたように見えた。彼は頭を左右に振りながら後ずさりした。これは違う！その時だった。工場の入り口から足早な足音が響き、一斉に視線がそちらへと向けられた。入ってきたのは、感動ホールディングス社長の金山真澄だった。整った黒のスーツに身を包んだ、その威厳ある佇まいは、部屋の空気を一変させた。お父様。麗華の声が小さく震えた。社長の鋭い目がスザクさんへと向けられる。彼の眉間には深いシワが刻まれ、怒りに震える声で言った。スザク君、これはどういうことだ？私の目の前で説明してみろ。スザクさんの顔から血の気が引いていくのが見て取れた。金山社長、これは誤解です。私はただ会社のために。黙れ！辰之助から事前に報告は受けている。5億円の設備投資で本当に支払われたのは2億円。その差額の3億円はどこへ消えた？設備メーカーと結託して私腹を肥やしていたのか？社長の怒声が工場内に響き渡り、全員が息を飲んだ。社長は書類を手に取り、一枚一枚めくりながら、スザクさんに迫った。旧式ラインの価値を意図的に下げる偽のデータを作成し、高額な新型ラインを無理やり導入。その裏でリベートを受け取っていた。これが事実なのか？スザクさんは震える唇で言葉を絞り出そうとした。私は感動ホールディングスのためを思って。嘘をつくな。辰之助が提出した証拠は動かぬものだ。設備メーカーとの裏取引。二重帳簿、改ざんされたデータ、すべてが明らかになっている。社長はゆっくりとスザクさんに近づいた。私は君を信頼していた。桜製造というこの会社を任せたのは、君の経営センスを買っていたからだ。それなのに、私と会社への裏切りとは。社長の声は怒りのあまり震えていた。工場内は重苦しい沈黙に包まれる。スザクさんは呆然とした表情で床を見つめていたが、やがてゆっくりと顔を上げた。その目には今まで見たことのない憎しみに満ちた色があった。俺がこうしたのには理由がある。金山社長、お前は覚えていないだろうな。10年前、感動ホールディングスが俺の会社を吸収合併した時のことを。社長の目がわずかに細められた。スザクさんは握る拳を震わせながら続けた。合併と言いながら、実際は乗っ取りだった。
俺たちの技術、俺たちの人材、すべて感動ホールディングスに奪われた。お前は俺たちに何をしてくれた？経営効率化という名の人員整理。俺の同僚は次々と解雇され、俺は残ったが、本社からは常に弱小工場の人と呼ばれ、見下されるばかりだった。スザクさんの声には怒りと屈辱が混ざり合っていた。さらにひどいことに、お前は大雪のような高卒を重宝した。俺は地方大学とはいえ、経営学を専攻し、奨学金を借りて苦学して学位を取った。それなのに、何の学歴もない大雪のような男が。彼は俺の方を一別した。その目には羨望と憎悪が入り混じっていた。俺は努力した。学歴も積んだ。それなのに報われない。このままでは一生見下されて生きる。そんなのはまっぴらごめんだった。そんなさなか、設備メーカーから話があった。導入額の一部をリベートとして受け取れると。その金があれば、俺も這い上がれる。本社の人間と対等に渡り合える。奴らを見返してやることができる。そう思ったんだよ。スザクさんの背後では、稼働を停止された新型ラインが無機質に光を反射していた。工場内に重い沈黙が流れる中、俺はゆっくりと一歩前に出た。スザクさんは、学歴のために一生懸命に努力した。その情熱自体は、本当に立派なものだと思います。でも、その情熱を間違った方向に向けてしまった。他人を見下すことや、お金で成功を買おうとすることに、俺は、一歩近づいた。スザクさん、確かに俺は大学を出ていません。でも、父が教えてくれたんです。本当の価値は、学歴でも肩書きでもない。目の前のものに向き合う誠実さと、そこから生まれる技術にあるって。それに、この機械たちを見てください。古くて時代遅れかもしれない。でも、この機械たちが教えてくれることがあります。表面的な価値だけで判断してはいけないということを。俺は、古い機械に手を置いた後、スザクさんの目をまっすぐ見つめた。どんな人にも価値があります。高卒の俺にも、学歴を積んだスザクさんにも、大切なのは、その価値をどう使うかです。人を傷つけるために使うのか、それとも誰かの役に立つために使うのか。俺が機会を大切にするのは、彼らが俺たちのために働いてくれるからです。スザクさんも本当はそうだったはずです。会社のために、みんなのために自分の能力を使いたかったんじゃないですか。スザクさんの本当の価値は、自分を偽ったり、他人を貶めたりするところにはないはずです。静寂の中、スザクさんの方、一筋の涙が伝った。彼の肩が小刻みに震え始める。俺は、間違っていた。スザクさんのその言葉は、かすかだが、確かに聞こえた。社長は腕を組み、スザクさんの様子をしばらく見つめていた。が、やがて決意に満ちた表情に変わった。社長は一歩前に進み出て、スザクさんに向き合った。スザク君、君の行為は当社の企業理念に反するものであり、社員や取引先との信頼関係を著しく損なうものだ。よって、感動ホールディングス取締役会の権限において、即刻、桜製造社長の職を解任する。合わせて、当社グループからの退職を命じる。社長の声は低く、しかし明確に響いた。スザクさんはうつむいたまま、反論する力もないように見えた。社長はポケットから小さな封筒を取り出し、テーブルに置いた。これが正式な解任通知書だ。今日を最後に桜製造の敷地内への立ち入りを禁止する。個人的な所持品の回収は総務部の立ち会いの下で行うこと。スザクさんは震える手で封筒に触れたが、取り上げる勇気もないようだった。わかりました。スザクさんの声はかすれていた。彼は震える足で立ち上がり、封筒を手に取った。最後に一度、スザクさんは工場内を見回した後、誰にも目を合わせることなく、重い足取りで出口へと向かっていった。ドアの閉まる音が、彼の10年に及ぶ桜製造での時代の終わりを告げていた。辰之助、当面の間、桜製造の臨時責任者として工場の立て直しを頼む。社長の言葉に、辰之助さんはきっぱりとうなずいた。工場内には不思議な静けさが広がった。社長は深いため息をついた後、ふと隅に立つ麗華に気づいた。彼の顔に珍しく柔らかな表情が浮かぶ。
麗華、私はお前を過小評価していたようだ。お前は何をやってもダメな子だと思っていた。責任ある仕事を任せれば必ず失敗すると思い込んでいた。だから目立たない場所に置くことにした。社長の言葉には後悔の色が濃く滲んでいた。しかしそれは間違いだった。お前の分析は的確で、問題の本質を見抜く目を持っている。そして何より、大雪くんのような本当の才能を見出す力を持っている。お前の経理レポートを見て、私は誇らしく思ったよ。あれは紛れもなく、金山家の娘の仕事だ。社長の言葉に、麗華の方を大粒の涙が伝った。彼女は震える声で言った。お父さん、ありがとう。私ずっと自分はダメな人間だと思っていた。お兄ちゃんのように優秀じゃないから、認められなくて当然だって。でも、もう違う。私は誇れる自分でいたい。ハクトのおかげで自分の力を信じられるようになったの。彼は私の数字を信じてくれた。そして古い機械と同じように私の中にも価値があると教えてくれた。これからは自分の能力を信じてみんなのために使いたい。麗華の言葉に俺は思わず目を見開いた。達之助さんが一歩前に進み出た。麗華、これからはもう一人じゃない。お前も会社の一員として俺たちと一緒に協力してほしい。達之助さんの言葉に麗華の表情が明るく変わった。彼女は涙を拭いながらうなずいた。ありがとう、お兄ちゃん。精一杯やるわ。社長はそっと麗華の肩に手を置いた。彼の顔には柔らかな笑みが浮かんでいた。さあ、新しい桜製造の始まりだ。みんなの力を合わせれば、この工場はきっと蘇る。その言葉に工場全体が暖かい空気に包まれた。窓から差し込む日の光が停止していた古い機械を照らしていた。翌月、桜製造の工場は見違えるように生まれ変わっていた。旧式ラインは俺の手によって完全に復活し、整然と並んだ機械たちが滑らかな音を奏でている。工場内には活気があふれ、作業員の表情も明るい。C3 ラインの調整が完了しました。若手の技術者が報告に来た。よくやったな。このままで問題ないはずだ。俺は丁寧に確認しながら答えた。今や、俺の立場は大きく変わっていた。工場で新たに創設されたレガシーテクノロジー部門の責任者として、俺は旧式機械の管理と技術継承を任されている。かつてはガラクタ係と呼ばれていた仕事が、今では感動ホールディングス全体の注目を集める重要なポジションとなっているのだ。ハクト、4月の生産性レポートができたわ。麗華が明るい声で近づいてきた。彼女の手には綺麗にまとめられた資料が握られている。どうだった？素晴らしいわ。旧式ライン全体の生産効率は前年比で 42% 向上。不良率は 7% まで下がって業界標準を大きく上回るレベルよ。それに新ラインの一部も旧式の制御システムと組み合わせたハイブリッド方式に変更したことでコスト効率が 23% 改善したわ。彼女の顔には自信に満ちた笑顔が広がっていた。麗華は今、工場の財務管理責任者として、経理の視点から全体の運営を支えている。彼女の分析は鋭く、無駄な支出を削減しながらも、必要な投資を見極める手腕は、本社からも高く評価されていた。そうか、やはり新旧のいいところを組み合わせるのが一番だな。俺たちは並んで工場の窓から外を眺めた。かつては閑散としていた出荷場が、今では活気に溢れている。それと、取引先から連絡があったわ。品質が驚くほど安定して信頼できるって、他の5社からも同様の評価を得ているの。すべては麗華のおかげだよ。君の分析があったからこそ。最適な生産計画が立てられて、取引先からも信頼を取り戻すことができた。麗華は照れたように笑った。私だけじゃないわ。2人だからこそできたことよ。私の数字とハクトの技術が揃ったから。その時、遠くから達之助さんが歩いてくるのが見えた。2人ともお疲れ。今日は特別なお客様がいるよ。達之助の後ろには、社長と複数の社員たちが続いていた。本社の役員会で決まったんだ。桜製造のレガシーテクノロジー活用プログラムを全国の工場に展開することになった。
大雪くんには技術顧問として、麗華には財務計画の責任者として、プロジェクトを推進してもらいたい。辰之助さんの言葉に、俺と麗華は驚きの表情を交わした。社長が前に進み出た。さらにこの度、感動ホールディングス全体の経営方針を見直すことにした。持続可能な製造技術を企業理念の中心に据える。古いものを大切にしながら、新しい価値を生み出す。それこそが、これからの製造業のあり方だと考えている。社長の言葉に、工場内の社員たちから拍手が湧き起こった。大雪くん、麗華、君たち二人がいるからこそ、この工場は生まれ変わった。そしてこれからは会社全体が変わっていく。期待しているよ。社長の目には、信頼と期待が宿っていた。俺と麗華は顔を見合わせ、静かにうなずき合った。工場内に響く機械の音が、希望の調べのように感じられた。夕暮れ時の桜製造、静まり返った工場に、最後の日光が窓から差し込み、古い機械たちを柔らかな光で包んでいた。残業を終えた俺は、最後の点検を済ませ、工具箱を閉じた。お疲れ様、ハクト。振り返ると、麗華が微笑みながら立っていた。彼女の黒髪が夕日に照らされて輝いている。麗華も今日は遅かったな。ええ、来週の取締役会の資料をまとめてたの。彼女は俺の隣に立った。彼女の香りが俺の鼻をくすぐる。私、最初はこの工場に来るのが嫌だったの。でも今は来てよかったって心から思うわ。だって、ハクトに会えたから。彼女は顔を上げ、俺の目をまっすぐに見つめた。その瞬間、時が止まったように感じた。麗華、俺も君に会えて本当によかった。俺は、ゆっくりと、彼女の方に触れた。彼女は目を閉じ、俺の手に頬を預けた。唇が触れ合う。それは柔らかで、温かい感触だった。キスが終わり、俺たちは、お互いの額をそっと合わせた。そんな俺たちを、工場内の古い機械たちが、静かに見守っている。工場の機械たちに見られてるみたいね。麗華がくすりと笑った。大丈夫。彼らは応援してくれてるさ。俺も笑い返した。窓の外では夕日が沈み、星が一つ二つと輝き始めていた。桜製造の工場で始まった俺たちの物語はこれからも続いていく。古い機械たちに見守られながら。学歴や肩書きは確かに社会では価値があるけれど、本当の価値はその人が持つ技術や情熱にある。朽ちかけた機械を蘇らせる俺の技術も、数字を読み解く麗華の才能も、最初は誰にも認められなかった。でも、互いを認め合い、信じ合うことで、その価値が輝き出した。朱雀さんは高い学歴を持ちながら、それを他者を見下すことに使ってしまった。一方で、父が言っていた、目の前のものに対する愛情と理解こそが、本当の価値を生み出す原動力だったんだ。人は誰でも自分にしかない何かを持っている。それを見つけ、磨き、人のために使うとき、本当の輝きを放つ。古い機械たちが教えてくれたように、見た目や年齢で判断してはいけない。大切なのは、その中に眠る可能性を信じることなんだ。